嘘だろ。40のババアが妊娠とか。絶対俺は嫌だからな。さっさと処理するか、産むなら自分一人で産めよな。40歳で子供を授かった私に、夫はとんでもない言葉を浴びせかけた。ええ、いいわ。あなたがいなくても、私は子供をしっかり育ててみせますから。ところで、あなたは？これからどうやって生きていくのかしら。私の名前は伊藤まどか。現在52歳。12年前に離婚を経験した。職業は昔も今も看護師。北関東のとある中規模病院の外科病棟に勤務している。離婚した夫の悟は交通事故で足を骨折して入院していた患者だった。当時の私は32歳。患者さんと恋愛するなど考えてもいなかった。いや、それは嘘だ。看護師になりたての頃、同年代の入院患者さんと恋に落ちたことがある。でも結局長くは続かなかった。入院患者さんは心細い状態の時に笑顔で優しくお世話をしてくれる看護師に夢を見てしまうものらしい。昔は白衣の天使なんて言われて、とにかく看護師というものは献身的で心優しいものだと思っている人も多かった。いやいや、ちょっと待って。看護師だって普通の女性。笑顔で優しく患者さんのお世話をするのは仕事だからだ。それを仕事を離れている時にまで求められても困るのだ。当時付き合っていた彼氏に、なんだか思っていたのと違うと言われたが、私だって同じ気持ちだ。私は彼女であって、あなたのお母さんじゃない。そんなに甘えないで。まあ、そんな感じで破局してしまった。若気の至りだ。それ以来、入院患者さんとの恋愛は自分の中でなしになった。それでも30歳を過ぎて、このまま自分は子供も産まずに一人で生きていくのだろうか、と考えるようになった。看護師という職も持っているし、自分の仕事には誇りを持っている。それでもふとした時に寂しいなぁと思うことが多くなった。そんな時に交通事故で骨折して入院してきたのが悟だったのだ。彼はちょっと調子がいいくらい明るくて、他の看護師の評判も上々だった。顔は普通だけど足が長くてスタイルが良い。トータルで男前という雰囲気の人だった。これは言い訳みたいになるけれど、入院患者さんと交際をスタートしたのではなく、付き合い始めたのは彼が退院してからだ。同僚の看護師仲間と二人で居酒屋に飲みに行き、悟とそこでばったり再会したのだ。その節はお世話になりました。お礼に今日はおごらせてください。と、悟は気前の良いところを見せてくれた。同僚は旦那さんがいるのだが、まどかさん、彼いいじゃない。優秀な営業マンみたいよ。付き合っちゃえばなどと言って、世話焼きおばさんになっていた。私、患者さんとは恋愛しない主義なの。またまた、悟さんこの人ね、若い頃患者さんと恋愛して、看護師的献身を求められて、ブチ切れて別れちゃったのよ。酔っているとはいえ、過去を暴露されてはたまったものじゃない。ところが、それはひどいな。俺は看護師のまどかさんも素敵だと思ってたけど、今日のまどかさんもとても魅力的だと思うよ。悟のこのセリフに浅はかにも私はときめいてしまったのだ。交際を始めて6ヶ月で結婚。私が33歳、悟が35歳の時だった。そして結婚後半年もしないうちに彼のメッキが剥がれた。共働きなのだから家事は分担しようと結婚当初2人で決めたはずなのに、彼がやってくれるのは朝のゴミ出しくらい。料理は私が担当するので、悟が掃除を担当することになっていたのに、別にそんなに汚れてないし、俺は気にならないから。お前が気になるんならお前が掃除すれば？そう言って全然やってくれないのだ。悟は母子家庭であまり体が丈夫ではない母親がいた。私は同居しても構わなかったのだが、悟が嫌がった。
口うるさいし、辛気臭いし、結婚するってことでやっと家を出られるんだ。まどかだって本音では同居嫌だろ？と悟は言う。そりゃあ二人で新婚生活の方がいいけれど、女手一つで育ててくれた母親をこんな風に言うなんて、とちょっと引っかかった。結局、悟の実家には毎月10万円仕送りすることになった。それは仕方ないのだが、私との生活費も10万円で、これには納得できなかった。彼は手取りが30万はあったはずで、残りの10万円を好きに使っていた。これでは10万円で雇われている家政婦と変わらない。で、彼がその残りの10万円を何に使っているかといえば、すべてギャンブルに費やしていた。休みの日は朝から競馬場やパチンコに行く、とんだギャンブル好きだったのだ。ある日、実家の母親の具合が悪いみたいだから、様子を見てきてくれと言われて、悟の実家に行った。義母は足首を捻挫したらしく、歩くのがしんどそうだったので、私が買い物に行き、手軽に食べられるおかずを何品か作り、タッパーに入れて冷蔵庫に入れていると、ごめんなさいね、まどかさん。好きでもない義理の母のためにそんなことをさせて。と、義母は聞き捨てならないことを言う。問いただすと、私が絶対に同居はしたくないと言っているということになっているらしい。違いますよ、お母さん。とは言ったものの、あなたの息子さんが口うるさくて辛気臭いから同居したくないと言ったんですよ。とは言えなかった。息子にそんな風に思われていると知ったら傷つくだろう。こんなこともあった。悟と二人でファミレスで食事をしていた時のこと。隣の席に家族連れ4人が座っていた。父親と母親、5歳くらいの男の子と2歳くらいの女の子。男の子はお子様ランチについていたおもちゃで遊び、女の子は少しぐずっていた。その時、悟が隣の席を見て、ちっと舌打ちしたのだ。そして、うるせえな。ガキ連れてくるんじゃねえよ。と言ったのだ。私は耳を疑ったし、隣に聞こえてるんじゃないかとハラハラした。私だって子供に全く注意もせず、世話もしないでやりたい放題させている親はどうかと思うけど、隣の席の夫婦はちゃんと世話を焼いていた。やめなよ。そもそもここファミリーレストランだし、家族連れで来ても問題ないでしょ？私がそう小声で言うと、俺、子供嫌いなんだよな。悟は吐き捨てるようにそう言った。私だってそんなに子供好きというわけではない。どうしても子供が欲しいとも思ってなかったが、こんな風に拒絶されたのはショックだった。結婚したらいずれ子供ができて家族が増え、一緒に暮らしていくのだろうとなんとなく思っていたのだ。お互いの意思を確認せずに結婚したことが悔やまれた。いや、それ以前に生活費のことや家事のこと、母親への態度や嘘、子供を見る冷たい目に彼に対する愛情がどんどん冷えていくのを感じていた。それでも暴力を振るうわけでもなく、浮気をするわけでもない。ギャンブルはするが、一応生活費は入れている。不満はたくさんあるけれど、結婚生活なんてこんなものかもしれないと思いつつ日々を過ごした。お母さんとは結構頻繁に家を訪れて話をするようになり仲良くなっていた。住居は持ち家だし、亡くなった義父の遺族年金もあるし、息子も月10万円入れているから生活の不安はないと思っていた。それなのに、いつも節約と言っていて、まあ、それはいいことだと思っていたが、ある時お母さんが発した言葉に耳を疑った。これ、悟に渡してちょうだい。昨日電話があってお金に困ってるって言うから。私だってお父さんの遺族年金しか収入がないから余裕があるわけじゃないけど。そう言って義母から20万円渡されたのだ。寝耳に水だった。ものすごく驚いた。悟がお金に困ってるって、いやー、それより毎月悟さんから10万円仕送りしてますよね。あなたたちが結婚してから1000ももらってないわよ。
あまりのことに頭が痛くなった。実家の母に10万円仕送りをするというのは嘘だったのだ。ということは、毎月約20万円自分の好きに使っていたということだ。その上お金に困っていると言って、年金暮らしの母親からお金を借りようとするとは。ちょっとどういうことなの？あなた実家の母親に仕送りするって言ってたよね。お母さん結婚以来一銭ももらってないって言ってたわよ。当然私は問い詰めた。しかし、悟は悪びれもせずに言った。なんだ、バレちゃったのか。いいんだよ。母親なんて息子が幸せなら、それで自分も幸せなんだから。いや、それとこれとは話が違う。毎月20万円も自分の好きに使ってたってことでしょ？どうせギャンブルなんだろうけど。しかもそれでも足りなくなって、お母さんからお金を借りようなんて。今月は負けが込んだだけだよ。絶対来ると思ってたのが来なくてさ、来月は取り返すから。そう言ってヘラヘラ笑う。埒が明かないので私がこう提案した。これからはお給料は私が管理する。その中から10万円あなたに渡して、10万円お母さんに渡す。これだって破格のお小遣いでしょ？世間には月2万円台のお小遣いでやりくりしている旦那さんがたくさんいるのだ。ふざけんなよ！俺は自分の稼いだ金は自分で管理したいんだよ！管理できてないから言ってるんじゃないの！この日以降、私たち夫婦の間に決定的な溝ができたと思う。私が何度もしつこく言ったので、実家への仕送りはしていたようだが、いくら入れていたのかはわからない。肝心のお母さんが、いくらでも入れてくれるだけありがたいわ。そう言って息子をかばって教えてくれないのだ。これ以上は嫁の私には口を出せない雰囲気だった。もしかしたら、この時に離婚していればよかったのかもしれない。子供もいないし、夫婦でいる必要はなかったのだから。ところが40歳の時、私は妊娠した。まさかと思ったが子供ができたのだ。必死に妊活していたわけでもない。夫婦仲だって今まで話した通りだ。いつだったか酔って帰った夫がしつこく迫るので面倒になってなされるがままにことに及んだのだが、まさか妊娠するとは。今更と思ったし、完全な高齢出産になるし、父親になる男は子供が嫌いだ。それでもおそらくこれが最後のチャンスになるだろうし、絶対に産みたいと思った。それにもしかしたら、悟も子供が生まれれば変わるかもしれないという淡い期待があった。その期待は速攻打ち砕かれたけど、私が妊娠を告げると悟は言った。はぁ？嘘だろ !40 のババアが妊娠とか。その40のババアと妊娠するようなことをしておいて何を言うのか。絶対俺は嫌だからな。さっさと処理するか。産むなら自分一人で産めよな。そう言って部屋を出て行ってしまった。その後、悟は家に帰らないことが多くなり、私は日に日に大きくなるお腹を抱えて不安と悲しみに暮れながら出産ギリギリまで看護師の仕事を続けた。まあ何かあっても勤め先が病院だと安心だよね。なんて自分を励ましながら。そして私は一人で出産した。悟が病院に顔を出すことはなかった。同僚に祝福され、唯一事情を多少知っている私に悟との交際を後押しした同僚だけが心配して、力になれることがあったら何でも言ってね。と言ってくれた。出産後は車で30分ほどの距離にある私の実家に連絡して母に来てもらうことにした。産後自宅に戻り、たった一人で家事やいろいろな手続きをするのはさすがに辛そうだと思ったからだ。家の方はお兄ちゃんもお嫁さんもいるし、私しばらくこっちにいるわよ。母がそう言ってくれたので安心して甘えさせてもらうことにした。子供は女の子でどんな事情であれ産んでよかったと心から思った。もしかして、ひょっとしたら、この子を見たら悟も心変わりしてくれるかもしれない。そんな淡い期待が私の中にまだあった。うわ、これが俺の子かよ。ほんと人間の赤ん坊って可愛くねえな。
久しぶりに家に帰ってきた悟が我が子を見て初めてのセリフがこれだった。私はこの時離婚を決意した。私の勤める病院には院内保育所があるし、勤務シフトも調整が効く。かなりシングルマザーに優しい環境だったのも幸いだった。産後しばらくは実家の母が手伝ってくれたし、同僚も何かと気を使って力になってくれた。むしろ夫がいなくなってからの方が心身ともに安定して、子供を抱きながら幸せを感じることが多かった。この子を授かるためだけの結婚だったとしても、それはそれで良かったのかもしれないと前向きに思うようになっていた。離婚して10年。マナと名付けた娘は健やかに育ち、家のことも手伝ってくれるようになった。父親がいないことに疑問を持つこともあったが、極力父親の悪口は言わずに育ててきたつもりだった。私には他人でも、娘にとっては血のつながった父親なのだ。父親を否定すれば、自分の半分を否定された気持ちになるかもしれないと思ったからだ。でも、娘は祖母の愚痴などからだいたい想像がついていたみたいだ。お母さん、再婚しないの？突然娘にそう言われて驚いた。え？何よいきなり。お母さん50過ぎだけど、見た目は5歳は若く見えるし、まだいけるんじゃない？ほら、ナミちゃんのお父さんとか。いつの間にか、ませた口を聞くようになった。娘が察したのも無理はない。その時、私はナミちゃんのお父さんといい感じにお付き合いしていたのだ。ナミちゃんのお父さんは私が勤める病院の内科のドクターだ。7、8年前に結婚して5歳くらいの娘がいたはずだが、なぜか最近、院内保育所に娘を預けることが多くなっていた。看護師の間では奥さんが若い男と浮気して子供を置いて出て行ったという噂になっていた。それを聞いて多分私もろくでもない男と結婚して妊娠したら捨てられてシングルマザーになったと噂になっていたのかもしれないなぁと思って苦笑した。そんなこともあって保育所にいるナミちゃんのことが気にかかっていたのは確かだ。父親のドクターは私より5歳も年下で新人の頃から知っている。真面目で優しい男性だ。保育所の前で顔を合わせたとき、お互い大変ですね。私もここには随分お世話になりました。まあ人生いろいろだけど、頑張っていきましょう。そう励ましてから、なんとなく一緒に食事に行ったりするようになった。彼が遅くなる時には、私がナミちゃんを迎えに行って、娘のマナも一緒に食事をするようになり、家族ぐるみのお付き合いという感じになっていった。愛だの恋だのは置いといてですね。私たち一緒になったらお互いをフォローできていい感じだと思うんですけど、いかがでしょうか。そう言ってプロポーズしたのは私の方だ。この年になったら多少の打算や妥協も必要だと思うし、お互いに利益があるのなら再婚するのもいいと思ったからだ。置いてしまうんですか？僕はまどかさんのことを好きですが。いや、それは私も同じですけど。そんな感じで私たちは再婚同士で一緒になった。彼の家は隣の市で、まだ新築の庭付きの一戸建てだ。奥さんが出て行ってから定期的に清掃サービスを頼んでいるらしく、思ったよりも荒れていなかった。2DK の古いアパートから引っ越してきた娘のマナは、この部屋、私の部屋にしていいの？やったー！と大喜びだ。彼が手に入れたのは、まだ幼い娘の世話と、家事をしてくれる奥さんとしっかりした娘。私が手に入れたのは、広い一戸建てと、安定して安心できる家庭と、小さな可愛い娘。娘のマナが手に入れたのは、優しいお父さんと、可愛い妹と、ベッドが置ける自分の部屋。こういう誰も損をしない関係って最高だよね。どこまで理解しているのかわからないが、娘のマナのセリフに、夫も私も笑ってしまった。新しい住まいにもなれ、その日は娘2人を連れて、近くの大型スーパーに車で来ていた。あ、ヨーグルト買い忘れちゃった。取ってくるね。
そう言ってマナが乳製品売り場に走っていった。その時、突然声をかけられた。なあ、あんたまどかだよな。振り向くと見知らぬ男が立っていた。いや、よく見れば見知らぬ男ではない。別れた夫の悟だった。すっかり痩せこけ、顔色も悪くて一瞬わからなかった。昼間から酒を飲んでいるのか、体から一臭がした。それ、俺の娘？片親なら貧乏だろ。底辺でかわいそう。ヘラヘラと笑いながら、どこから言い返したらいいのかわからないことを言ってきた。その時、悟の背後から歩いてきた娘のマナが悟に向かって言った。何言ってんの、おじさん。あんたが奥さんと子供を捨てたのは12年前でしょ？その子はどう見ても小学校低学年じゃない。ばっかじゃないの？そう。私が手を引いていたのは再婚相手の連れ子のナミ。小学校の1年生で6歳だ。それじゃあ、お前が…最悪の父と娘の再会だと思った。元夫は痩せこけて貧相でお酒臭くて、買い物かごにはアルコールと安いつまみが入っている。底辺なのはそっちじゃないの？昼間っからお酒の匂いさせてさ。お前とか言わないでくれる？なんだと？父親に向かってその口の利き方はなんだ？このタイミングで今更父親だと名乗るなんてどうかしてると思った。まあな、やめなさい。あなたも父親らしいこと何一つしていないんだから、今更父親とか言わないで。でも、この子を授けてくれたことだけは感謝してる。あなたのことは思えないほどいい子に育ってるわ。だからもう私たちに関わらないで。私がそう言うと追い打ちをかけるようにマナが言った。優しいお父さんと可愛い妹もできて私たちは幸せなの。だから永遠にさようなら、おじさん。なんだよ、子連れ男と再婚したのか？金持ってんのか？だったらよ、金貸してくれよ。まるでチンピラだ。まあまあ、行こう。マナは私の手を引っ張るとぐいぐい歩き出した。一度も振り返らず私たちはその場を後にした。無言でレジを済ませ、駐車場に行って買ったものを車に積み込む。マナ、大丈夫？ごめんね。お母さんが謝ることじゃないでしょ？平気平気。父親とか言っても、私とは別人格だし。私はあんなろくでなしにならないから。無理に笑顔を作っているのが分かって胸が痛くなる。お姉ちゃん、大丈夫？妹のナミが心配そうにマナの腕を掴むと、大丈夫。大丈夫だよ。マナが妹を抱きしめて小さくおえつを漏らすと、つられてナミも泣き出してしまった。二人を抱きしめた私も涙が止まらなかった。そんなことがあってから2ヶ月ほど経ったある日、救急搬送で元夫が運ばれてきた。肝硬変の末期ですでに手の施しようがない状態だった。あの時スーパーで見た顔色が悪く痩せこけた姿とお酒の匂い。もしかしたらとは思っていた。私と別れた後の彼のことは知りたいとも思わなかったが、話を聞いた担当の同僚によると、母親はとうに亡くなり、借金を抱えて酒浸りの日々だったらしい。まどかさんと幸せになる道もあったのに、バカな男だね。私と元夫との結婚のきっかけを作った同僚が言った。はっきり言って自業自得だと私も思う。娘のマナにこのことを伝えるかどうかとても迷った。伝えた場合の後悔はフォローができるけど、伝えなかった場合の後悔はフォローができないと思い、迷った末に伝えることにした。最後かもしれないから、顔だけでも見に行ってあげたら。私がそう言うと、娘は考えとくと言って自分の部屋に行ってしまった。数日後のこと。昨日、娘さんのマナちゃんが学校帰りにお見舞いに来てたよ。ほんの数分だったけど。と同僚が教えてくれた。そしてその2日後、元夫は息を引き取った。娘と父親の最後の会話がどんなものだったのか私は知らない。優しい会話であってほしいと心から願った。
お父さん亡くなったよ。マナにそう伝えた。そっか。長くなさそうだったもんね。ギリギリのタイミングだったんだ。そう言って無理やり笑顔を作る。最後のお別れ行かなくてもいいの？私も名前も聞いたこともないような遠縁の親戚が仮装と埋葬をしてくれるらしい。いいよ。お見舞いに行った時話できたから。そうか、話できたんだ。ずるいよね。最後だけいい人みたいなこと言って。今更謝られたって許せるわけないじゃん。そういう娘の目から涙が溢れた。わかんないよ。なんでこんなに涙が出るのか。私もなぜ自分が泣いているのかわからなかった。しばらくの間、二人で抱き合って涙を流し続けた。夫が帰宅して、私たちの泣き晴らした顔を見て、いろいろと察してくれたのか。よし！今夜はみんなで高いお寿司を食べに行こうか！と励ますように言ってくれた。ところがマナは、お父さん、私こんな腫れた顔で外に出たくない。と言う。実は私も内心そう思っていた。そうか。女心は難しいな。と頭をかく。こんなちょっと天然な夫が好きだ。私ピザがいいな。ピザ取ろうよ。ピザか。夜にピザはお父さんにはちょっときついな。そうね。私もちょっとピザは重いかな。ナミね、アイスがいい。こんなミニ家族会議ができることがとても幸せだと思う。結局、ちょっとお高い寿司を出前してもらうことで決着がついた。デザートは冷凍庫にあるアイスクリームだ。人生はいろいろなことが起きる。間違った選択をしてしまうこともある。それでも前を向いて歩いていけばいいこともある。娘たちの人生はこれからだ。親としてはできるだけ間違わず、不幸に出会わないように生きてほしいと願うばかりだ。次の正月なんだけど、実家に帰省しないか？夫の言葉がすべての始まり。そして終わりの始まりでもあった。私の名前は雅子。35歳の主婦だ。夫の昭夫とは職場結婚。結婚してすぐ、愛娘ののぞみを授かり退職した。その娘も6歳になり、遠い夫の実家へ初めて帰省したのだが、ちょっとご飯まだなの？義母の声が部屋に響く。はい、お母さん。もう少しです。バタバタ動き回りながら返事する私。深々とため息をつく義母。登録臭いね。秋代？よくこんな嫁に我慢できるね。まあな。よその嫁さんはもっとバリバリ動くのに、本当にとろくて困るよ。なんだと？貴様、ゴロゴロしながらテレビ見てる分際で。夫に一言文句を言ってやろうと口を開きかけた私に、義母の言葉が降ってきた。朝食の用意が終わったら次は庭掃除。それが終わったら何度の整理。それから外の物置の片付けだよ。今はお正月のはず。一年で一番のんびりしていいはずのお正月。なのに、どうして私はこき使われてるの？そして相変わらずダラダラしている夫に腹立つわ。言いつけられた用事をどうにか終わらせた頃には、もうヘトヘトで動けなくなっていた。私はリビングに座り込む。疲れた。誰が休んでいいって言ったんだい？とっとと昼ご飯を作りな。間髪入れずに義母が命令してくる。今まで動いてたんです。少しは休ませて。嫁ってのは家政婦同然なんだよ。働かずにただ飯食おうってのかい？働け！そんな。夫の実家は田舎だ。
田舎というのは良くも悪くも古い習慣が残っているものである。嫁は家に嫁いだもの。昔ながらの考え方が残っているのだろう。だからって、昔だってこんなにこき使われる嫁なんかいないぞ。あなた、ちょっと手伝って。やだね。食い気味に夫から返事が返ってきた。家でも何もしない夫。実家ではさらに何もしない飲んだくれ。ゴロゴロしてる夫の位置、朝と変わってない気がするんだけど。ねえ、食材買いに行きたいんだけど。ああ、行ってくれば？手伝ってよ。田舎のスーパーは遠い。免許持ちの夫は朝からお酒を飲んでしまい、私は免許を持ってないと来てる。となれば、徒歩で行くしかないが、さすがに片道徒歩30分を一人ではきついのだ。だからせめて荷物持ちを、とお願いすれば、眉をしかめる夫。やだよ。またも即答。その顔面にお餅投げつけてやろうか？きっとベタベタくっついて取るのが大変だろう。そんな想像をする私の目の前で、夫はビール缶をブラブラ揺らすのだった。俺、今、飲んだの。何そのロボット喋り。俺、今、酔っ払い。だから何？俺、いけない。つまり、行きたくないってことですね。そうですか、この役立たずめ。イライラする私の背後から義母が叫んだ。ご飯はまだなの？ああ、もう、お餅大量に買ってきてやる。やっと帰ってこれた。片道徒歩30分は本当にきつかった。しかも帰りは両手に荷物。私はフラフラになりながら義実家にたどり着くのだった。よっこらせーと荷物を置いて玄関に座り込んだ私は、はーっとため息をつく。その時だった。早くしなよ！たく、母親に似てのろまな子だね。ごめんなさい。義母の怒鳴り声と娘が謝る声がしたのだ。その時の私はあれだ。エネルギーが底をついたところで予備エネルギーが起動したロボットだ。それまでの疲れを忘れたかのごとく、勢いでガバッと起き上がった私は猛ダッシュで声のした方へと向かうのだった。未だゴロゴロしている夫を踏んづけながら越えて駆けつける。足元でむぎゅーっと情けない声が聞こえた気がしたが、今は無視だ。私は声のしたキッチンへと向かった。そこで見た光景とは、何してるんですか？思わず叫ぶ私を義母と娘が一斉に見た。あ、ママ。なんだい、やっと帰ってきたのか。私の顔を見て顔を輝かせる娘。その目には涙が見て取れた。そんな娘に対し、椅子に座ってふんぞり返る義母がいた。何してるんですか？私の問いに義母は鼻を鳴らす。見れば、娘は手に炊飯器の内釜を持っていた。なぜ？のぞみ？何してるの？私の問いに、娘はしどろもどろで説明した。おばあちゃんがお腹空いたから用意しろって、まずはご飯を炊けって言うから、お米を洗って。まったく、ご飯を炊くこともできないなんてダメな孫だよ。あんた何を教えてるんだい？母も母なら子も子だね。本当に息子の子なのかしら？さすがの私も娘のことを言われては我慢できなかった。お母さん、まだ6歳なんですよ。そんな幼い子にご飯を炊けとか、そりゃやり方くらいは知ってますが、それくらいお母さんができるでしょ？実の孫になんてことを。義母は顔を真っ赤にしてキーキー声。なんてこと言うんだい？こんな年寄りを働かせようってのかい？なんて恐ろしい女だろう。いいかい？嫁は家政婦なんだよ。黙って働くのが当然なんだ。そして家政婦の娘も家政婦なんだよ。家政婦？だいたいね、誰のおかげで生活できてるんだい？あんたらは息子があくせく働いてる金で生活してるんだろうが。
息子や私を敬うのが筋ってもんだ。文句言ってないで働け家政婦。そう叫んで義母はキッチンを出て行ってしまった。あまりの剣幕に私は何も言い返せなかった。あっけに取られすぎて言葉が出なかったのだ。出て行った義母は夫のいるリビングに行ったらしい。二人の話し声が聞こえた。あんたの嫁は使えないね。家政婦以下じゃないか。まあまあ、娘ももう少し成長したら使えるだろうし、少しの我慢だよ。あんたも苦労してるだろ？よかったら帰ってきてもいいんだよ。離婚？それもいいけどさ、家政婦は必要だろ？そうだ、なんなら同居しようか。俺も今の仕事にうんざりしてたんだよな。仕事はあいつにさせて、俺はのんびり田舎暮らしってのも悪くないかも。今、夫はなんて言った？恐ろしい発言に私はゾッとするのだった。あら、それもいいわね。同調する義母に私はその場に立ち尽くした。ぎゅっと拳を握りしめていると、そっとその手に重ねられるぬくもりにハッとなる。ママ？娘だ。私はゆっくりその顔を見た。娘は心配そうな顔で私を見上げてきた。私はしゃがみ込んで目線を娘と同じ高さにし、ゆっくり語りかけた。ねえ、のぞみ。なーに？のぞみはパパのこと好き？そこで即答できないわけね。それはそうだろう。夫は育児に無関心だ。仕事から帰っても、私や娘とろくに話もせず、ソファーでゴロゴロしながらテレビを見るか、携帯をいじくるか。週末は飲みに行っては帰宅が遅くなる。飲みに行けないご時世になってからは、家で深夜まで飲みまくっている。翌日の二日酔いはもうお決まりだ。連休も家でゴロゴロか友人と出かける。家族でのお出かけなんて数えるほどしか行ったことがない。というか、最後に行ったのはいつだっけ？この帰省という名の家族旅行は何ヶ月、いや、何年ぶりだろう。きっと夫は娘が幼稚園の何組かも知らない。何が好きで何が嫌いか何も知らない。将来娘が何になりたいのかにも興味がない。来年小学生になることだって知らないんじゃないか？そんな夫のことを好きだと言えない娘。当然と言えば当然だろう。じゃあ、と私はもう一度聞いた。じゃあ、おばあちゃんは好き？嫌い。そこは即答なのね。私は苦笑してしまった。そりゃあんな風に怒鳴られたらね。そう思ってたら、娘は意外なことを言ってきた。だっておばあちゃん、ママをいじめるんだもの。せっかくのお正月なのに、ママ全然ゆっくりできてないでしょ？ずーっと、あれやれこれやれって言われて、おばあちゃんひどい。子供というのは見てないようでよく見てるのね。まあ、あれだけ堂々と命令されてたらわかるか。私は苦笑しながら大切なことを聞いた。のぞみ、おばあちゃんと一緒に暮らしたい？娘は首を横に振る。お父さんいる？いらない。素晴らしい即答だ。そして私の答えは決まった。翌日、私は朝から娘と二人で外出した。義実家に戻る頃にはすっかり夜になっていた。家に入ると義母と夫がイライラした様子で待っていた。やっと帰ったのか。何してたんだよ。ちょっとね。夫の問いをはぐらかす。そんな私を見て義母は言うのだった。まったく。最近の若い嫁はこれだから。いいわ。もうあんたは家政婦決定よ。ちょっと家政婦、お腹すいたわ。ご飯とお茶はまだなの？どこまでも司令官気取りの義母。私は無言でお茶を二人に出した。湯飲み茶碗を手に取ろうとする夫。が、私はさっと湯飲みを奪い取るのだった。なんだよおい。きょとんとする夫。その頭に私は、
お茶を思いっきりぶっかけてやった。おお、何すんだ。安心して、ちゃんと冷ましてあるから。そういう問題じゃないだろ。はい、やめろ。たっぷり入れたお茶をたっぷりぶっかけてやった私は、伸びてきた夫の手をさっと避けて湯飲みをコトンと置いた。ちょっとあんた、家政婦のくせに何を。目を向いて怒りをあらわにする義母に、うるさい。私はあんたの家政婦でも何でもない。私は激しく言い返した。立ち上がって怒鳴ろうとする義母。それを遮る私。息子の妻は家政婦じゃないんです。知らなかったら教えますよ。私は家政婦ではありません。何も言い返せない義母に私は畳みかける。あまりのことに口をパクパクさせるも言葉が出てこない義母。私は泡を吹いたような義母をギロリと睨み、ぐいっと顔を近づけた。義母が引きつるような悲鳴を上げる。お構いなしに私は顔を近づけた。その距離10センチ。よく聞いて。嫁を好きなだけこき使っていいなんて仕組みは世の中にないんです。私は家族を守るけれど、家族の召使いになるつもりはない。私はあなたの夫の母親なのよ。家族なのよ。だから守りなさい。私の命令を聞きなさい。頭大丈夫なの？本当の家政婦だったら家族じゃないですよ。家政婦に命令するあんたがなんで家族なの？言ってることが意味不明な義母に私は冷静に返す。先ほど真っ青だった義母の顔は今度は真っ赤だ。あんたね、私に向かってあんたとは何よ。あんたも私のことをあんたって言ってるでしょうが、あんたが言ってるから私も言ってるのよ。あんた何様のつもり？お母様のつもりよ。冗談は寝て言え。私は我慢した。今までものすっごく我慢した。がもう無理だ。何事にも限度というものがあるのだ。そして義母と夫の態度に、ついに私の我慢の壁は崩壊したわけである。しかも何？あんた自分の孫を何だと思ってるの？家政婦？孫を家政婦扱い？ふざけるのもいい加減にしなさいよ。さらにずいっと顔を近づければ、義母の顔はまた真っ青だ。信号機みたいだね。なんだ弱いな。あんなに偉そうに言ってたくせに、ちょっと逆襲しただけでもうこれだ。義母の薄っぺらさに拍子抜けだ。私はパッと顔を離して呆れたように目を細めた。真っ青になってる義母の体は少し震えていた。それを見てから私はもう一人の人物に目を向けた。今度は貴様だ。はい。情けない声で返事する夫。私はそんな夫をじろりと睨みつけるのだった。嫁と娘が家政婦扱いされてるのに、なんだわけ？あんた何してた？携帯いじってました。それから？ビール飲んでました。嫁と娘が家政婦扱いされてるのをつまみにお酒ですか？いいご身分ですね。ごめん。ごめんで済めば警察いらんわ。くわっと鬼の形相で怒鳴れば情けない悲鳴を上げる夫。なんと夫は義母の背後に隠れるように逃げるのだった。何してんのよ。情けなさすぎて頭が痛くなってきた私は、とっとと用件を済ませようと一枚の紙を差し出すのだった。もういいから、これにさっさと記入しなさい。何それ？義母の背後に隠れていた夫は、恐る恐る顔を出してきた。まるで親亀と子亀だね。私の手にある紙の内容に気づくと、たちまち顔を真っ白に。離婚届？なんだよそれ。離婚するので、金輪際ここには来ません。私の言葉に義母は、夫は、はと言って口をポカーンとさせるのだった。二人の目の前で私は髪を揺らす。私のところは記入済み。
正月休み明けに役所に提出するから早く書いて。そんな紙は偽物だ。役所は休みなのに用意できるわけ。おあいにくさま。離婚届は休日でももらえるし、ネットでダウンロードもできるのよ。なんだったら今日これから持って行ったら受け付けてくれるんだから。私がそう言って離婚届を押し付けると、夫は半泣き状態で首を横に振った。嫌だ。離婚は嫌だ。私がいなくなると困るって？そうだ。何でもしてくれる私がいると助かるって？そうだ。家政婦の私がいると楽だから離婚は困るって？そうだ。いや違う、そうじゃなくて。語るに落ちたな。いやあれ？デジャブかな？さっきも鬼の形相の私に夫が悲鳴を上げたような。まあいい。書かないなら面倒だが専門家に頼むしかないだろう。書いても書かなくても離婚はしますから。もう私の実家には話してあります。のぞみ？はーい。なーに、ママ。用意はできた？うん。私の荷物は全部まとめたよ。私の呼びかけに応えるように顔をひょっこり出してきた娘。娘は手に持った自分のカバンを掲げるのだった。おい、どこか行くのか？のぞみの荷物に加え、私も自分の荷物を手に持って夫を振り返った。いい質問ね。これから私の実家に帰ります。は？おい、ふざけてんのはお前だ！俺は別にふざけてなんて。嫁と娘を家政婦にするために寄生する旦那のどこがふざけてないのよ。話にならない。離婚は弁護士さんを交えてきっちり話し合いましょう。それじゃ。言うことは言った。私は荷物を持ってのぞみと共に玄関へと向かうのだった。それをしつこく追いかけてくる夫。待てよ。俺がいなくちゃ生活できないだろうが。その言葉に私の足はピタリと止まる。ゆっくりと振り返る私に夫の動きも止まった。私はじっと夫を見つめた後、忘れたの？と聞いた。何をだよ。私、もともとあなたより出世してたし、稼いでたんだけど、妊娠したから仕事辞めたけど、当時だって今のあなたより稼いでたわよ。その言葉に夫は青ざめる。同じ職場だったってのに忘れてたのだろうか。なんとも都合のいい記憶力である。ブランクはあるけれど、少しずつ仕事を始めよう。実家の両親も助けてくれると言ってくれている。しばらく実家で厄介になるつもり。少しずつ仕事に復帰して、以前のように稼げなくても多分なんとかなるわ。いいえ、なんとかしてみせる。私の覚悟のほどを見て、もう夫は半泣きだ。ごめん、俺反省するから、心入れ替えるから、だからどうか離婚だけは。心入れ替えるチャンスは何度もあったのに、棒に振ったのはあなたの方よ。後悔してももう遅い。それだけ言って私は玄関扉に手をかけた。その時だった。待ちなさい！それまで黙っていた義母が声をかけてきたのだ。まだ何か？とイラッとして後ろを振り返ると困ったような顔の義母がそこにいた。何ですか？眉を潜める私に義母は叫んだ。私のご飯はどうなるんだい？知るか！負けじと叫んで、今度こそ私たちは義実家を後にするのだった。その足で私と娘は私の実家へ。両親は笑顔で出迎えてくれた。まあまあ、正月早々大変だったね。そう言ってこたつに入るよう促す母。娘はほっとしてみかんの皮を剥き始めた。ああ、やっぱりお正月はこたつとみかんよね。まったく大変な正月だったな。来年はどうかゆっくり過ごせますように。その願い事を言いに行こうと明日の初詣を心に誓うのだった。その後、離婚は嫌だと言い続ける夫との話し合いは難航したが、
娘が父親を拒んでいる事実などが考慮され、どうにか成立した。養育費はもちろん一括払いである。あの男を信用できるわけもない。その結果、もともと住んでいたマンションは売り払うこととなり、元夫となった秋夫は実家に帰ったようだ。お袋何もしないんだよ。というか前よりひどくなってる。ある日、元夫から電話があり泣き言を言う。何でも私がこき使われてる姿をご近所さんが見ていたらしい。そして離婚のことも田舎ならではの情報網で早々に知られたとか。結果、元義母はご近所さんから白い目で見られてるそうだ。そりゃそうよね。いくら田舎だからってお嫁さんを家政婦呼ばわりとかありえないもの。時代錯誤も甚だしい。そのせいで家に引きこもりがちになった元義母は荒れに荒れて、息子を召使いのようにこき使ってるのだとか。それに対して彼も言い返し、毎日言い合いになってるんだ、と電話の向こうで愚痴をこぼしていた。そういうのはどうでもいいんだけど。私は養育費の振り込みが確認できたことを伝えたら電話を切るつもりだった。自業自得よ。冷たく言い放つ私。電話の向こうで半泣きになっている夫の様子が想像できた。頼むよ、少しだけでも手伝ってくれないか？俺はのぞみの父で、お袋はおばあちゃんなんだから。その言葉に私は、彼には見えないけれど、にっこり微笑んで言った。私、今、飲んだの。なんだよその話し方。私、今、酔っ払い。おい。私、いけない。おい、俺が悪かったって。誰が行くか！叫んで電話を切った。夫の番号はそのまま着信拒否だ。笑う角には福来たる。その後しばらく笑いが止まらない私だった。こんなボロ屋にしか住めない自分たちが悪いと思うしかないね。こんな古いトイレ、うち以外に修理してくれるところなんてないよ。私たちの家をバカにして、トイレの修理費に50万円もの大金を請求してきたぼったくり業者。冷静さを失ってしまった私だが、そこに思わぬ助っ人が現れて、私は香織、33歳のパート主婦。結婚して5年になる。私は夫と共に一つの目標に向けて節約の日々を送っている。この物価高で節約できるものは限られているが、靴下に穴が開いたら繕って履くとか、お昼はお弁当を作るとか、追い炊きしないため夫と二人で一気にお風呂に入ってしまうとか、交通手段は自転車にするとか、そういった細々したところを意識している。塵も積もればなんとやらだ。その節約生活の一環で、新婚当初から築80年の長屋に住み、家賃も相当節約することに成功している。私たちが住んでいる長屋は、はっきり言ってボロ屋敷だ。雨漏りも隙間風もひどい。もちろんクーラーもない。壁がベニヤ板のように薄いため、お隣さんの話し声も筒抜けだ。以前、チャイムが鳴ったので急いで玄関ドアを開けると、右隣さんの来訪者だったことがある。左隣さんが毎朝6時に目覚ましのベルを鳴らしてくれるので、うちには目覚まし時計がいらない。夫のいない部屋にパートを終えた私が、ただいまーと帰ってくると、両隣から、おかえり、お疲れ様ーと声が聞こえてくる。そんな長屋だが、私も夫もこの生活が気に入っていた。こんなお互いの生活が筒抜け状態なので、ご近所さんとは家族のような関係だ。畑で採れた野菜をくれたり、その野菜で作った料理をうちがお裾分けしたり、持ちつ持たれつで協力し合っていた。しかし、やっぱりボロの長屋だと、いろいろ設備に不具合が起こることも多い。大抵のものは自分で直したり、何か工夫したりして対処するのだが、それがライフラインだとそうはいかない。最近、水回りの調子が悪い。特にトイレの流れが良くない。一気に流さないよう、
こまめに流したり、ゴムのズポズポを使ってごまかしていたが、ある朝、とうとう水が流れない事態が発生してしまった。お風呂は使えなくてもまあいいが、トイレが使えないのはさすがに困るな。悪いけど業者を呼んで見てもらってくれ。今朝は駅のトイレを使うことにする。と、夫は何かを我慢するようにお腹付近を押さえて仕事に行った。私はその日のパートが休みだったことに感謝しつつ、トイレのトラブル8000円からという歌い文句の業者に電話をかけた。はい、もしもし。爽やかな声の若い男が出た。私はトイレが詰まって使えないことを説明する。それは大変ですね。すぐ伺いますので、ご住所をお願いします。すぐ来ていただけるんですね。よかったです。安心した私が住所を告げた瞬間、電話の向こうの声のトーンが明らかに変わった。はあ、その地区ですか。マジかよ。さっきまでの爽やかな対応はどこへやら。急にだるそうな口調になってその男は続ける。今日はちょっと立て込んでいるので、伺えるのは夕方頃になりそうっすね。さっき今すぐ来てくれるって。こっちにも都合があるんすよ。じゃ。そう言って電話は一方的に切られてしまった。私は不信感を抱いたが、夕方までトイレが使えない家にいるわけにもいかず、しばらく図書館で過ごすことにした。夕方、やっと業者がやってきた。電話に出た若い男と同一人物だろう。その男はうちの長屋を見た瞬間。ここ、人住んでたんすね。廃墟かと思ってたっす。やっべえ。と、いきなり大声で言う。確かに随分古いですからね。どうぞ上がってください。うわ、中もオンボロっすね。っていうか、なんか床も汚ね。ここ土足で上がっていいタイプの家っすか？確かに床も壁も年季が入っているが、その分掃除は念入りにしてある。ボロと不潔の違いもわからないのか、こいつ。と内心思いつつ、土足はやめてください。私たちの生活の場なんで。とスリッパを出すと男は、さーせん。と全く反省の様子もなく、スリッパを乱暴に履いた。ここがトイレです。お電話で伝えた通り、今朝から流れが悪いんです。私は彼をトイレに案内した。男はうちのトイレを見るなり、今時和式っすか？田舎のばあちゃんちでさえ20年前に洋式のウォシュレットにしてましたけどね。っていうか、なんか臭いっすね。ぶしつけな言葉に反応するのがめんどくさかったので、私は、早く見てもらえますか？と促す。男は、と軽く返事をし、何やら私も使ったことのあるゴムのズポズポでガポガポしたり、水洗タンクを開け閉めしたり。3分ほどそうしていたが、ため息をつきながら私に向き直り。こりゃあダメっすわ。配線管まで調べなきゃいけないし、大掛かりな作業になるっす。50万くらいかかりますね。50万？私はいきなり予想外の金額を告げられ、思わず目を向いた。でも、トイレのトラブル8000円ってチラシに書いてあるじゃないですか。あれって基本の最低料金なんすよね。お宅は基本料金にプラスして、排水管の調査とかいろいろするんで、もろもろ合わせて50万円っす。じゃあ、その他にかかってくる料金の明細をください。うちそういうのやってないんすよね。男は耳をほじりながら言う。明細が欲しいなら他の業者に頼んでくださいっていうか？まあ今繁忙期だからどの業者もすぐ来てくれないだろうし、そもそもこんなボロ長屋に対応できるところなんてうちしかないっていうか？っていうか、どこの業者も断りますよ。こんな汚いボロ長屋の全近代的なトイレなんて。煽るような口調で男は続ける。まあ、こんなボロ長屋にしか住めない貧乏な自分たちが悪いってことで、50万円払った方が身のためっすよ。
まあ、うちはどうでもいいんすけど、トイレ使えなくて困るのは奥さんですよね。このままじゃ庭に穴掘って用を足すことになるっすよ。全近代的どころか、原始時代の生活っすね。馬鹿にしたように笑う男に私は怒りを覚えた。確かにこの長屋はボロだ。不便なところも多いし、お世辞にも綺麗とは言えない。さっき言われたように見た目は廃墟。あそこに住んでいると告げると驚かれることにも慣れてしまった。それでも私も夫もこの暮らしを大切に思っていた。だから結婚して5年も住み続けているのだ。こんな風に馬鹿にされて黙っていられるか。私の中の悪魔がこう囁く。ここまで言われて黙ってられるか。この若造をコテンパンにしてやれ。そして工事費50万円なんて認めない。正規料金しか払わないって、そこのトイレのガポガポでつっついてやれ。それを押しのけて私の中の冷静な天使が言う。ダメよ。怒鳴ってはダメ。相手と同レベルに落ちてしまいます。ちゃんと理路整然と対応して業者の非を認めさせるのです。まあ、それでもダメならガポガポでつっつくことも厭わないって感じ？悪魔と天使が、どうぞとトイレのガポガポを差し出してきたので、私は思わずそれを手に取った。強く頭突かなくてもいい。トイレのガポガポは少し当たっただけでも精神的ダメージが大きいはずだ。そんなことを考えていると、おーい、入るぞといきなり玄関ドアがガラガラと開いた。外にトラックが止まってたけどどうした？そうバタバタと入ってきたのは私の父親。父の会社が近いので、たまにこうして突然家に寄ることがあるのだ。せめてチャイムは鳴らしてほしいのだが、のんき者の父に何を言っても改善されないので、最近はもう諦めている。突然の父の訪問に、私ははっと冷静になってトイレのガポガポを置いた。落ち着けと自分に言い聞かせて深呼吸をする。そして父に今までの経緯を説明した。50万円ってすげえな。どんな大惨事がトイレで起きてるんだ？そうのんきに言う父はトイレをひょこっと覗き込んだ。すると、おー、君のことは知ってるぞと父が男の顔を見てそう言った。え？その男が驚いている。確か君は最上くんだよね。そういえば普通、業者の作業着には名前が刺繍してあったり、名札をつけているのでは？この男は一切そういうものがなく、名刺も渡してこなかったなぁと今私は気づいた。おっさん、なんすか？なんで俺の名前知ってるんすか？キモいんすけど。男は自分の名前を言い当てられた不信感からか眉を潜めた。だって君の会社は3丁目のビルの水回り業者じゃないか。あれは私の会社のビルだよ。君が出入りしているところを見たことがあるよ。え？父の言葉に彼は驚いた声を上げる。最近私のビルの水回り、特にトイレの調子が改善しないのに、整備代だけが妙に高いなぁと思っていたが、なるほど。父は腕を組みながらうんうんとうなずいた。君たちはいつもこういうやり方をしているのかい？そう話す父に男は慌てて。いや、大きなビルとかはちゃんとしっかり仕事してるっすよ。と弁解する。仕事に大きいも小さいもない。すべての仕事に真摯に向き合うべきだ。父は真面目な顔で言う。いやー、しかし、あの会社の社長の娘さんがこんなところに住んでいるとは思わなかったっす。男は話題を変えようとしているのか、急に明るい声で話し出す。なんつうか、やっぱり社長令嬢だからって甘えるなー的な？世を忍ぶ仮の姿的な、そういう感じっすか？かっけーっす！社長さんの娘さんってことなら、サービスするっすよ！ 1 万円でいいっす！っていうか、この長屋も味があるっすよね。歴史を感じるっていうか、昔ながらのって感じで最高っす。男は汗をだらだら流しながら必死に弁解する。
請求してきた50万円が急に1万円になったところも、さっきまで散々馬鹿にしてきた長屋を急に褒めたたえてきたところも全く白々しい。私が言い返してやろうとしたとき、普段鍵をかけていない裏庭につながるトイレの窓がスパーンと開いた。ちょっとあんた、さっきと言ってること全然違うじゃない。排水管まで調べる大掛かりな作業が必要で、料金は50万かかるって言ってたわよね。しかも土足で上がろうとするなんて非常識にも程があるわ。誰が全近代的生活じゃい。私たちはそれで今を生きとるんだわ。右隣に住む奥さんが小さな換気窓から顔を覗かせながら叫ぶ。父はそんな状況に驚きもせず、奥様こんにちは。その話は本当ですか？と尋ねる。あら、社長さん、こんにちは。本当よ。なんて言ったってここは壁が薄いからね。香織さんとその男の話は最初から全部筒抜けよ。だいたい香織さんはね、いつだって綺麗に掃除されてるのよ。トイレだって年季の入った匂いなんてしないわ。フローラルの香りがするじゃない。顔より小さい窓越しにそんなことを言う奥様。こんな窓越しでは失礼だと、私は改めて奥様を玄関からお通しした。だいたい50万の修理費なんてぼったくりよ。どんな計算でその金額になるのか教えてほしいもんだわ。どきなさい。なぜか私より怒っている奥様は業者を押しのけてトイレの黒いガポガポを手に取った。いい？こういうのはね、パワーが大事なのよ、パワーが。そう言って黒いガポガポをものすごい勢いでトイレに突っ込み、ズポズポし始める奥様。便器の水が周りに飛んでいるが、奥様のあまりの気迫に止めることができず、私も父も業者の男も見守ることしかできなかった。奥様がトイレをズポズポし始めて何分くらい経っただろうか。こんなもんかしらね。いい？見てなさい。そう言って奥様は厳かにトイレの洗浄レバーを上げた。今朝までボコボコと地獄の血の池のような音を立てて流すと水が溢れ出していたトイレ。朝の忙しい時間に汚水が溢れて泣きながら掃除したトイレ。夫が出勤前、何かを耐えるようにして出勤する原因になったトイレ。そのトイレは今は森の中の滝のような爽やかな勢いで問題なく流れていった。額にうっすら浮かんだ汗を拭いながら奥様は振り向いた。その表情は誇らしげだ。私は思わず喜びの声を上げた。奥さんすごい。まあね。奥様は戦い終えた戦士が武器を置くようにごとりと黒いガポガポを床に置いた。で、修理に50万かかるって言ってたよね。まあ、あれは概算なので、ちゃんと見積書を作れば、正確なもっと安い金額が出ましたが。見積書は出してないとも言ってたわよね。あれは急を要するので、見積書を作る暇がないってことっす。しどろむどろになりながら言い訳をする男と、それを問い詰める奥様。私は、とりあえず50万払わずに済んだ安心感や、奥様の圧倒的なパワーに圧倒されて、頭がぼーっとしてしまった。そんな私と白熱する奥様の肩を父が優しくポンと叩いた。奥様、うちの娘のトイレを直してくれてありがとうございます。このお礼は後日、きちんとさせていただきますね。あらやだ、期待しちゃう。楽しみにしてるわね。奥様は最後、若造、世の中そう甘くないわよ。覚えておきなさい。と男を一括し自分の部屋に戻っていった。その後ろ姿はまるで戦いに勝利した騎士が夕日の中を己の城に帰っていくかのような気高さがあった。改めて父は業者に向き直る。さて、君が言った50万の修理費という概算はどこから来たのか改めてお聞きしたいのだが、配管まで調べる大掛かりな作業がなくても治ってしまったね。君は何を見てそんな作業が必要だと思ったのかな。父は穏やかに話しかけていたが、その目は全く笑っていなかった。
ますね。それくらいかかるかなーって、なんか自分の感覚的に思ったんすけど、まあ、無事治ってよかったっす。奥様がいなくなったことで安心したのか、またヘラヘラと話し始める男。そうか。わかった、もういい。父がそう言ったことで、男はこの件は終わったのかと思ったのか、帰り支度を始めた。そんな男を冷たい目で見下ろし、父は続ける。今後、君の会社との契約について考えさせてもらう。もちろん今日あったこと、君の対応も全部報告させてもらうからな。そんなことしたら、俺のせいででかい契約先から切られたってことになるじゃないですか。それに、でかい会社との契約を切られたって評判が回ったら、業界的にまずいっす。勘弁してください。男はもう半べそを書いている。それは君と、君の会社が今まで積み重ねてきたものの結果だろ。毎日真面目に仕事をしてきたなら、私一人の報告と、一社から契約を切られたくらいで干されたりはしないさ。さあ、帰ってくれ。これはうちに来てくれた出張費だ。そう言って父は3万円を握らせ男を追い出した。そして男と入れ替わるように夫が帰宅した。ただいまー。あ、お父さん、こんにちは。さっき業者とすれ違ったけど、トイレ治ったんだな。よかったー。何も知らない夫はのんきに喜んでいた。その姿に私と父は思わず顔を見合わせて笑ってしまった。それからしばらく経った。あの男の上司がうちに直接謝罪に来た。どうやらうちに来た男は元からクレームが多く、問題のある社員だったようで、その後解雇されたらしい。父に考え直すよう私から促してほしいと頼んできたのだが、隣の奥様に追い払われてすごすごと帰っていった。父はあの業者との契約を打ち切った。やはり真っ当とは言えない会社だったようだ。うちにやったような手口で料金を水増しし、不当な利益を得ていたり、あまりにずさんな仕事をしていたのが明るみになったそうだ。うちが契約を切ったことを皮切りに、次々に契約を解除されてしまい、今では仕事がほとんどなくなり、倒産も秒読みだという。誠実に仕事と向き合わずに、人を騙して金をむしり取ろうとした天罰だろうな。と父は言った。そんなある日、吐き気に襲われた私は、隣の奥様が直してくれてからすっかり調子のいい我が家のトイレに駆け込んだ。今まで経験したことのない気持ち悪さに、まさか、との予感が走る。そう、私は妊娠していたのだ。元から生理不順で遅れているな、くらいにしか思っていなかったが、まさかすでにつわりが始まったとは。夫との節約生活はいつか生まれてくる子供のために貯金しようね、ということで始まったのだ。まさにそのいつかがそろそろ訪れようとしている。夫が帰ってきたら報告しよう。きっと喜んでくれる。お世話になった隣の奥様には安定期になってから報告しよう。私はまだぺったんこのお腹をさすりながら幸せな気持ちになった。夫に妊娠を報告したら、万歳！赤ちゃんがここにいるんだな！俺がパパになるのか！と大声で大喜びした夫。その声を聞いて両隣から、おめでとう！と祝福の声が聞こえてきた。皆さんには安定期まで黙っているつもりだったのに、この長屋では無理なことを改めて思い知らされた。Can a daughter-in-law who has nothing to do but Tochigi-san really endure this much? She is bullied by her husband and mother-in-law, and her brother-in-law and his wife demand that she take care of their children like a government. She wants to somehow escape from a life of giving and taking care of others without any reward. The day to put her plan into action is approaching. My name is Rika. I am 30 years old. My husband's family home stands alone in the middle of nowhere.
there is no supermarket or convenience store. It is about a 20-minute walk from Rinka, and it is a quiet, nature-rich area. I married my husband, Yukio, 3 years ago. Soon after we got married, my father-in-law suddenly collapsed and never returned. At first, we had planned to find a place to live in the city, not too far from our workplaces, but since my husband was worried about his mother living alone in the countryside, we decided to live together at my husband's family home. I reluctantly quit my accustomed job because the daily commute was tough, and my husband began commuting for an hour. My mother-in-law kindly accepted me, and at that time, I thought that we would be able to live happily together as a married couple. My husband's brother was already married and lived in a house about 40 minutes away from my parents' house. Normally, my mother-in-law would be looked after by my brother-in-law and his wife, but apparently my mother-in-law didn't like the idea of living with 2 small children. However, my brother-in-law and his wife would come to visit my parents' house with their family every time I refused. Since I started going out, it seems that they have been leaving the children behind more and more often. When I asked my mother-in-law about my brother-in-law and his wife, she said, "I'll leave the kids with you." When I asked her, she replied, "I don't know," with a half-hearted look on her face. It's usually late at night when this happens. She leaves the children with them without telling me where she's going or when she'll be back. She always goes out without asking me about my plans or waiting for a reply. When she comes home, she's probably talking about karaoke or movies, so she's probably just relaxing. She's so full of herself. I have no choice but to prepare dinner for my brother-in-law and his wife so that they can eat whenever they want, but I haven't heard from them since 6 p.m. and I can't get through to them when I call. I couldn't wait for my hunger to come and I had to eat first. My mother-in-law apparently doted on her grandchildren when they were little, but in the last few years, since they've started having bowel movements, she's been moving around more and it's become physically and mentally tough for her. Before I knew it, she'd leave everything to me and go out somewhere. When I asked the children about their mother-in-law, they always said they didn't know anything about her, so I knew that playing with her was no fun at all. I asked my husband to watch the children while he did housework, but he often stayed home saying he still had work to do. I had no choice but to do my daily routine of running water, doing laundry, and cleaning, while also looking after the children. My husband's family home is spacious, as it was built in the countryside. It's a single-story house, but there are many rooms, so I used to play with the children, playing with them and catching bugs. The children are obedient and cute, but because they have bowel movements, they often get into big fights with my older brother. It's no exception even when they come to play. They scold me several times a day for fighting, and they can be violent, hitting me. I guess this is what it's like to have brothers. This must be making things tough for my mother-in-law. Just then, an incident occurred. One day during summer vacation, my brother-in-law and his wife left me to take care of the children as usual, and my mother-in-law had gone out after lunch. As I was cleaning up, I heard a child crying from the living room. Apparently, my older brother had pushed my younger brother and hit his head on the corner of a pillar in the house. I rushed over to him, but my younger brother was holding the back of his head with both hands and crying as he lay on the tatami mat. That must have hurt. Are you okay? I'll get you an ice pack now, so try cooling your head. I comforted him, saying that it would help ease the pain. My older brother's face was pale. He seemed to be quite shaken. It's okay. You must have been surprised. But since you're strong,
I told him that it would be cool if he could protect his younger brother instead of pushing him down, and we prepared the ice pack together. Fortunately, all he had to do was get a callus on his head, and there were no symptoms such as bleeding or nausea. My husband never came to check on her despite the fact that she was crying so hard. Just to be sure, I told him about what had happened during the day at dinner, but he just gave me a half-hearted response. When my brother-in-law and his wife and my mother-in-law came home late at night, I told them about what had happened that day. They yelled at me, asking why this had happened. What were you doing when you were with her? If anything happened to her, it would be your fault. I tried not to cause any trouble, so I just kept apologizing. Since that first encounter, an invisible rift has formed between me and my family, and I have been living my life suppressing my feelings. Since I started living my life suppressing myself, I have been unable to interact with people with a smile. Every time I turn him down, my husband tells me that it's boring to be with him, and my mother-in-law tells me that he's become more and more proud of his family. He also tells me that he's been cleaning properly and that he can't let me into the house because he's so proud. She blames me every time I turn her down, and I feel like I'm not even alive, even for a little child. In July, all the relatives and children gather at my family's house for the Oben festival. Of course, my brother-in-law's family is there too. After the memorial service, all the relatives gather around the dinner table. I spend the whole day making and serving food. However, no one helps out, and occasionally I hear laughter as they are busy talking. I feel very angry. I keep repeating the same mantra, wondering what I am here for. Of course, there is no time for me to sit down and eat, and the atmosphere is not conducive to conversation. The feeling of being inhibited is getting stronger and more difficult. As the party is about to end and the relatives are leaving one after another, my brother-in-law's wife speaks up. Mom, please take care of the children this summer vacation too. See you later, she says, and leaves. My blood runs cold when I hear my brother-in-law's words. The memory of last summer vacation flashes back to me like a sword. If something happens to them, I won't be able to forgive them. I just feel depressed. Then, around the end of July when summer vacation started, the children came to play as usual. I was doing housework while looking after the children as usual, but that day, they never came to pick me up. I asked my mother-in-law when my brothers would be back, and she said August 31st. So I said, please take care of the kids' baths and make bedding for them, and she practically went in. What, August? There's no way I'll be taking care of the kids for over a month. Now that I think about it, I'd noticed that the kids had a lot of stuff, but I never dreamed that I'd have to take care of them until the end of August. I was feeling really sleepy after playing with the kids today, but I somehow managed to give them a bath and make bedding while rubbing my sleepy eyes. No one helped me like a ghost. From that day on, I spent every day taking care of the kids and doing housework. I had absolutely no time for myself and could never relax. And so, in the afternoon of August 31st, my brother finally came to pick up the kids. Thank you, Mom. This is nothing special, but I bought it while I was traveling. Please have some if you like. He handed me some foreign sweets. My mother was surprised that I had been abroad. I stopped packing the kids' stuff too and hurriedly turned to what he was saying. Yes, I went to Hawaii for a bit. Waikiki Beach and the ocean were beautiful.
My brother-in-law and his wife were happily reminiscing. My hands were shaking with anger. Are you going on vacation while leaving the kids with them? I haven't had a day off since I got married and I've been doing housework every day. I couldn't complain on the spot, so I carried the kids' luggage to my brother-in-law and his wife's car and loaded them. The kids waved cheerfully as if nothing had happened and went home. I was finally free. At that moment, I felt like I was going to faint from the happiness of having a weight lifted off my shoulders. Late that night, the phone rang. I answered the phone, sleepy and wondering who it was that was calling at this late hour. It was my brother-in-law's wife. What have you done? She scolded me with a fierce look on her face. You didn't do any of your summer vacation homework at school. You didn't even keep a diary, and things are tough here right now. I could hear the child crying on the other end of the phone. I didn't know there was summer vacation homework. I told them the truth. What? You didn't know? I started elementary school this year and have homework. You had homework when you were in elementary school, didn't you? I'm sorry. I didn't check on the homework at all. Thanks to you, I didn't do anything. You should have watched it properly. What were you doing leaving me alone? My brother-in-law's wife just said what she wanted and hung up the phone. What are you talking about? She left the kids behind without permission, and then she left the care to me while she enjoyed her trip abroad with her family. I started making various plans to do something from that day. And a year passed. I won't let you say you forgot about last year. Take care of your summer vacation this year. And then this day arrived. On Sunday, July 25th, in the afternoon, my brother-in-law's family came carrying their luggage. Mom, I'm calling. Please take care of the children. My brother-in-law's wife left the children and their luggage behind and was about to leave immediately. At that time, I was carrying a large bag and had filed for divorce in front of everyone, so please take care of it. Thank you for your help so far. With that, I left the house. My husband and mother-in-law looked at each other with wide eyes and said, "Huh?" My brother and his wife didn't know what was going on, so they left the child behind. That night, my cell phone rang. It was my husband. When are you coming home? I'm not coming back. Where are you now? I'll go get you. That's fine. Leave me alone. You can't get a divorce without my consent. Thanks to you, I was able to do that. I'll check with the city hall. I hung up the phone right away. I absolutely didn't want to go back there. My previous company was in the real estate industry, so I explained the situation to the company and got my final job and a new house. Now I could start my life over. A month after my divorce, when I had gotten used to my job and my daily routine had become the same as when I was single, I happened to run into all my colleagues at the entrance of a coffee shop where I had stopped for a business meeting with a client. It's been a while. It's been a while. How have you been? I'm fine. I'm at work now. Yes. I see. Is something wrong? Well, I have something I want to talk to you about. Can we talk in the evening? I had a vague feeling that it was all about the whole story, but since I was currently with a business partner, we parted ways, agreeing to get back to each other later. I called the contact number on the business card he gave me in the evening. I didn't want to talk about the store, but I guess it can't be helped. Hello. It's Rika, thanks for calling. No, what's the story? Actually, it's about Yukio, but since they're divorced, it doesn't matter anymore.
I heard about it. He was pretty depressed, but it's none of my business. Apparently, he took care of Oitsu after you left, but it was tough just being with him all day. It seems like his mother took care of him the next day, but it must have been too hard for her, and she collapsed and was hospitalized. I tried to contact my brother, but I couldn't get through to him, so he took a day off from work in August to take care of Oitsu and his mother. He finally came back to work recently, but his face is even more burnt than before, and he's working while feeling dizzy. I see. I guess my brother-in-law and his wife left their 2 children with their parents and enjoyed a trip abroad. They're such stubborn people. I was surprised when I heard that you got divorced all of a sudden. What happened to the divorce papers? Did you decide to do it with your consent? I don't know if it's okay to talk about this. The truth is, my ex-husband threatened me by throwing divorce papers all over the place. What? My parents had already met him and he said it was okay for me to marry him even though I had no relatives. But after we got married, his attitude suddenly changed and he treated me like a total jerk. When we were dating, he would cook with me, go shopping with me on his days off, and even take me on trips. Thinking back, I guess he couldn't do anything because of my mother, but when I complained about my mother or my brother's family, he always told me to just shut up and do the housework. If you don't like it, just write out these divorce papers and get out. I quit my job and came all alone, so I couldn't talk to anyone, and I thought I wouldn't have a place to go back to or escape to if I got divorced. But I couldn't stand it anymore, so I found the divorce papers while cleaning and impulsively signed them. But I didn't have the courage to file the papers, so I kept them a secret and continued to live my life as usual. But I finally got it out. I think this is good. I see. It must have been tough. Thank you for listening to me. I couldn't talk to anyone about it before. I was actually thinking of asking you to get back together, but it's not going to work. Is that so? I'm sorry. It's okay. Thank you for calling. Thank you for listening to me too. I feel refreshed after letting out all the pain and suffering I've endured up until now. My ex-husband, who pushed everything on me and threatened to divorce me when I was helpless. And my brother-in-law and his wife, who see me as nothing more than a sham and do whatever they want. My ex-husband is exhausted from taking care of my nephews, and my ex-mother-in-law is showing signs of dementia and is repeatedly being hospitalized. My brother-in-law and his wife are also completely discouraged because their 2 sons were involved in shoplifting with the police. This is the just punishment they deserve for treating me so poorly. I'll start praying tomorrow. I think I'll go visit my parents' grave for the first time in a while. Help me, Mom. I'm going to be killed. It all started with a phone call. I've been living a carefree life, but now I've experienced the world of suspense dramas. Can I save my daughter from the next disaster? Now the family bond is being tested. Be prepared, bad people. My daughter-in-law is a tough one. I'm Yoko, 68 years old. It's been 10 years since my husband left me. I'm on a pension, but I spend my time at my own pace, tinkering with things in the house my husband left me. I have a lot of fun. I especially like reading crime mysteries and watching detective dramas. Recently, I've been watching a lot of overseas dramas on streaming services. I'm currently hooked on overseas female reporters. I have 2 sons. They're 40 years old. My eldest son is married and lives nearby. My eldest son and his wife are business owners. They don't run a big company, but a convenience store.
My eldest son's wife, Yuri, is 37 years old. She's a cool, quiet type of wife who's hard to understand what she's thinking. The couple has 2 boys, 10 and 8 years old. My second son, Yuta, is 35 years old and single. He lives in Takagai, about 20 minutes by car from my house. This second son has been bringing me troubles for a long time. He sometimes calls me with suspicious things like investment deals or good properties. I refuse or confirm each time, and sometimes scold him, but after a while, he comes back to me with another suspicious deal. I think it's okay because he's talking to my parents. But maybe he was turned down by his acquaintances first and is now relying on my parents. When I think about it, I can't stand it. He sometimes asks for money. At first I firmly refuse, but when he comes crying, I end up giving him money. Well, it's not a big amount, but I know that being lenient is not good for my son, and it's not something I can easily cut him off from, so even though I have problems with my second son, my life is peaceful. Until that phone call came that day. Mom, today is pension payment day, right? Has it been deposited yet? I got a call from my second son, Yuta, this morning. I don't need you to ask, but he's already paid my pension because he's in the womb. But there's no reason for you to care about that. When I asked if something had happened, Yuta suddenly became flustered. I hung up the phone saying, "Hey, I've got some circumstances, I'll talk to you again next time." I could guess that it was about money again. I could only assume that he was calling because he was counting on my pension. He might be in financial trouble again. But in my experience, I've never had the money I lent him back, so I won't get too involved. I'm worried, but I won't call him. Even though I thought I was raising them the same way, it was my second son, Yuta, who has always been the one to cause trouble. He's basically a playboy. I heard him talk about getting married many times since he was in his 20s, but he never got married. He never lasted long in a job, and he would try some strange money-making scheme to make money, but there were many times when he would get into debt and cry to me because it never worked out. My eldest son is cheerful and reliable, but raising a child is not easy. I sighed and went shopping at the supermarket as usual. When I returned home from the supermarket, unaware that I would be involved in a terrible incident, Yuta called me again. "Mom, help me, I'm going to be killed." The phone was hung up with a scream. This is no joke. I felt the blood drain from my face. I was shocked and wanted to go to the police immediately, but the word fraud came to my mind for a moment. My second son had made a similar phone call before and scammed me out of money. "Mom, it was me. I just had an accident, it's nothing serious, but if my company finds out, I'll be fired." The other driver said he'll make it go away for 100,000 yen. My son predicted the scam, but it was actually a scam himself, or rather, this was a story from back when this kind of scam wasn't as well known as it is now, and I fell for it. And something similar happened again. To my second son's surprise, my eldest son and his wife happened to be visiting our house with their grandchild at that time. The eldest son was suspicious of the phone conversation and asked the second son about it, and it turned out to be a lie. And then I finally realized that I'd been scammed the last time too. I think it's a really pathetic story for a parent. If I was the main character in a drama, the viewers would be annoyed. They say it's because they spoil their children. I'm sure I'll receive a lot of scolding. I decided to go to the convenience store run by the eldest son and talk to the eldest son and his wife. Yuri, who heard my story, said, I said, "Let's go to Tashi's apartment together." Yuri, the eldest son's wife, is usually cold, but she never panics or gets emotional, so she is more reliable than the eldest son in an emergency.
I went to the second son's apartment by car with Yuri. The second son, Yuta, lives in the neighboring prefecture, about a 20-minute drive from his parents' house. It is a one-room apartment with furniture for single people, and there is no response when I ring the doorbell. I tried turning the door and found that it was not locked. When I opened it and went inside, Yuta was not there. It is not surprising that it is messy since it is a man living alone, but coffee cups are rolling on the floor and the coffee inside is spilled. The closet is also open and all the drawers of the built-in furniture have been pulled out and the contents are scattered on the floor. I felt like I had seen this scene somewhere before. It looked like the traces of a struggle and arrow marks you often see in suspense dramas. The imaginary detective in my head muttered, "This guy is terrible. Let's ask for help from headquarters. No, this is no time to play around." Yuri picked up a business card on a small table and started looking something up on her smartphone. At that moment, my smartphone rang. It said, "It's Yuta, who lives in this room." I answered the phone with a little relief. "Oh, Yuta, you're safe. I was worried because you were calling me strangely." Quote. Yuri said in a low voice to put me on speaker when I said that. "Oh, Mom, I'm sorry about earlier. I was a little worried when I called you, but it's nothing." Quote. "By the way, Mom, I'm at home today." I thought it was a strange thing to ask, but yes, I'm at your apartment now. I was worried because you called me like that. I answered, "You seem to be safe, so I'm going home now." To my apartment? "No, you should go home right away." Quote. "Oh, no. I was about to say home too, but the phone was cut off." Just before the call ended, I think I heard a voice telling me not to say unnecessary things. When I hung up the phone, Yuri's face looked pale and it might be bad. Mom said that we have to run away right away. Yuta has borrowed money from a shady place after all. I think this is a kidnapping case. No, if it continues like this, it might get even worse. That's what he said. If this was a drama shoot, the camera would have captured my surprised face in a close-up. But no matter how long I wait, the director never called cut. "Mom, please run to the police right now and tell them that my son has been kidnapped. It might be better to get the police to protect him than to run away." "I'll go with you." What on earth is going on? I still don't know for sure, but Yuta probably has borrowed money from a shady place. What is this? On the way to the police, Yuri called her eldest son and gave him a brief explanation of the situation. "What is Yuta doing?" "I understand. I'll leave it to you, Yuri." "Leave it to me, don't worry, just wait." I overheard such a conversation. She's a reliable daughter-in-law. Yuri and I rushed to the police station. My son may have been kidnapped. There was a phone call asking for help earlier. After that, she called to say that she was safe, but something was wrong. At that moment, I heard Yuri say, "I'm going to be honest." Was it unnecessary for her to call after that to say that she was safe? As expected, the female police officer's reaction was slow. "Your mother contacted me to say that she was safe, right? In that case, it can't be said that it's a case yet. Wouldn't it be better to wait for your son to come home?" While I was racking my brains over Suko's mistake, Yuri showed the police her smartphone and the business card that was on the table in Yuta's room. It seems that the court has borrowed money from this financial company. It has been a problem in the past for illegal debt collection. It seems that there have been disappearances. Doesn't the police have a record of this? The face of the police officer who was handling it tightened a little. It's true that she was safe, but the phone call was to check if her mother would be home later. Violent debt collectors may be heading to her mother's house.
The police's attitude changed with those words. I'll check it out. After a while, the police investigated and it turned out that the company had a history of illegal debt collection. Finally, the police decided to check Yuta's call history. Yuri is amazing. If I had been alone, I would have been helpless. It could have been even worse. I'm sure they would have turned me away on the 6th without being able to explain to the police. Yuri called her husband's eldest son. It seems that Yuta had borrowed money in a bad place. We are the police now, but the debt collectors may come to your mother's house. Can you go and check on the situation for a bit? I can hear the eldest son panicking on the other side of the phone. He went to check right away, but it turned out to be a help. Mom, something bad is coming. It seems that there are a few bad-looking men in front of the house, knocking on the door and pressing the intercom, making a fuss. I know they're there. Wow, what are you going to do about Yuta's debt? Just pay it off. You don't want to cause any trouble. I'll make you pay it off even if I have to sell this house. I shivered when I heard from my eldest son that he was yelling at me and was alone at home. That policeman, it seems that a few bad guys have come to my house and are making a fuss. As soon as I complained, he gave me a car. I was standing next to Yuri in the police station's meeting room. I never thought that my life would unfold like such a drama. I was worried and anxious, but Yuri, who was sitting next to me, was holding my hand and I felt a lot more at ease. I apologized to Yuri in my heart. I'm really sorry that I thought of you as a cold wife in a lovey-dovey situation. Yuri's warm hand shook me back. A police investigation revealed that Yuta's last call history was near the warehouse. A warehouse? I don't have a good image of her in detective dramas. I wonder if she's really been kidnapped and held captive. Oh, what if she's been through something terrible? I can't stop imagining the worst. It's okay, Mom. Yuta is surely safe. Even loan sharks aren't that stupid. If you go to prison every time you're charged with a crime, it's not worth the cost. When Yuri told me that, I agreed. Yes, he's surely safe. Thank you. I'm glad Yuri was there. I really felt that way from the bottom of my heart. At that moment, the police officers started to move in a hurry and began communicating over the radio. We've secured him. I'm back. Several people are being taken away. Hearing that voice, Yuri and I held our breath. After a while, we heard footsteps from the entrance, and the bad-looking men who seemed to have been making noise in front of the house earlier came forward and were led in by the police officers. They were complaining in their mouths. I thought they were quite sulky about the police, though. Mister, we just went to collect the money. This is second place, right? You can go home, right? But the police officers were calm. We've already investigated the fact that you were illegally collecting money. But we can arrest them, so don't panic. I stared at the man's face. I wonder if these guys took Yuta away. They were young people in their 20s, dressed like thugs. I wondered where they bought those strangely patterned shirts. Maybe there's a shop that specializes in people like that? At that moment, one of the police officers came to us. We're currently questioning these people. Yuta doesn't seem to be in their office. So where? They've cleared it out. It's highly likely that your son is in a warehouse on the outskirts. The warehouse. It's the location of that call history after all. But we need solid evidence. With their instructions, we'll first predict a patrol and check the scene. The police will remain cautious. In these cases, it's difficult to act without solid evidence.
If they're saying that, then clearly a crime is being committed. If the police don't act, I'll go to the warehouse myself. I can't make a big deal out of a family member being in danger. Yuri cut the price. I felt like I saw an unexpected side of Yuri-san, who is usually cool, but I'll go too. It's my son after all. I said so without thinking. I understand. Let's check inside the warehouse since there was a report of a missing person. As expected, the police couldn't just leave it alone when two women declared that they were going to rush into a scene where a crime may be taking place. A patrol car took us and headed to the warehouse. The road police officers heading to the warehouse were carefully planning their strategy while requesting support over the radio. First, we will check the situation from the outside. It is unclear how many people are in the warehouse. It is important to know whether they are carrying weapons. You guys do not get out of the patrol car. The patrol car that explained this arrived near the warehouse and two police officers observed the dimly lit building from a distance. The deserted light-polluted warehouse was so old that it looked like it was about to collapse at any moment, and the iron door was closed. However, light was leaking out from the gap. One of the police officers used the radio to communicate with another police officer who had arrived. They were placed at the front and back entrances. There were no suspicious people around. We begin preparing to enter. I felt my chest tighten as I clenched my fists. Is Yuta really inside? Before stepping inside, I call out to him and see his reaction. In this situation, they can enter immediately. One of the police officers stood in front of the door to the warehouse and called out loudly. Tension rises. This is the police. Please respond if you are inside. There is silence for a while. At that moment, there was a sound like something falling from the back of the warehouse. We heard a noise. We are entering. Together with Gozu, the police officers all pushed up the door to the warehouse at once. There was a man inside with a surprised expression. We could see 3 people from the patrol car. What? The police? The man panicked and tried to run away, but the police officers were already stationed at the back door. Don't move, put your hands up. The police officers' sharp voices rang out, and the men were held down one by one. In the back of the warehouse, there was Yuta, tied up and sitting. Yuta? Yuta weakly raised his head when Yuri and I ran over without listening to the policeman's words. Mom. There were some scars on his face, and his hands and feet were tied, but he seemed to be conscious. It's okay now. We're here to help. The police officer immediately untied the rope and checked Yuta's condition. He was injured, but he was conscious and his life didn't seem to be in danger. I sighed in frustration at his words. Yuta, why did you end up like this? I hugged my son's shoulders with tears in my eyes. He's a stupid son who only causes trouble, but I'm glad he's safe from here. Meanwhile, the police were confirming the men's identities and finding evidence of illegal singing business. Illegal contracts were found in this warehouse. Violence was also confirmed, so an arrest is certain. The policeman's words made me realize once again that I had rescued Yuta. Yuri looked at the men being put into the police car with sad eyes, arms folded. It's so outdated to think that you can still make money with such old-fashioned methods. I looked at Yuri in surprise. Yuri, you were so calm and quick to respond, and you just said the price with enthusiasm, and I wondered who this bride is. Could she have been a former member of an antisocial group? I couldn't help but think such a rude thing. My anxiety must have been showing on my face. Yuri licked her bottom. It was a charm I didn't know. And she explained.
Actually, I used to work in the financial industry. Of course, it was a proper company. But it's because I know the structure of the industry and information about other financial companies that I can understand the methods of these underground loans. I also get a lot of information about the incidents. Oh, that's right. When I married the eldest son, I heard that she was an ordinary office lady, but I didn't ask about her job details. When I found the business card in Yuta's room, it was a familiar loan shark, so I thought that she was probably under arrest based on the phone conversation. And the detective seems to be a female detective. I'm really glad that Yuri was there. Thank you very much. Mom did a great job. I looked at Yuri and gave her a high five. I hate it. It's like a detective drama. I couldn't help but say something silly like that. That's right. Yuri, I laughed too. Yuri, who is always cool and expressionless, was surprised that when she laughed, her charming face turned very cute with the corners of her eyes. After that, the loan shark was arrested for violating the Financial Services Act in confinement, and the people who had stormed into the house were all arrested due to the video evidence. Yuta, who was questioned at the police station, was deeply remorseful. Mom, I won't do such stupid things again. I really felt sorry for myself after this. I really thought my life would be shortened. But I'm glad you're safe. From now on, you should think carefully before you act. Just then, the eldest son came running. Are you okay, brother? You did something really stupid. But I'm glad you're safe. Yuta cried as I clumsily drew ahead. Why did you borrow money from such a shady place? When I questioned him with my arms crossed, Yuta looked away uncomfortably. I tried my hand at investing and doing a side job on the internet. I heard it was easy to make money. Then my debts grew and I couldn't borrow from anywhere anymore. Ha, that's stupid again. Tashi yelled and Yuta shrank back. You were once scammed into a virtual currency that was sure to make you money, weren't you? I helped you then too, so how many times have you done the same thing? This time they even went to collect the money from my mother. They said they would sell the house to pay it off. What would they do if something happened to my mother? The eldest son, Shi, remembered what his younger brother had done in the past and his anger seemed to be rekindled. I'm sorry. He really started crying at me. Come on, you did a good job taking a video of the evidence. Thanks to that, those lowlifes were arrested, so good job. Yuri praised him for steam coming out of his head, and Tashi, the eldest son, said, Oh, well, as the eldest son, I have to protect my family, and drew his head, blushing. I could imagine that Yuri was controlling him well at home too. But this time, I thought it would be okay. Yuta made a pathetic noise. Oh, this is no good. All those stories about easy money are scams. If it was really profitable, you wouldn't tell others. Tashi sighed in exasperation. I thought I'd do it properly this time too, it's true. Then, he slapped Yuta on the shoulder. Okay, I've decided. You're going to work at our convenience store from now on. You'll have to learn by experience that earning money isn't that easy. And, we, as a family, will rebuild your life. But is prohibited. No, but, I said, but too. Are you stupid? It's like a comedy routine between brothers. If that's the case, then we should make it a 1,000 yen fine for each time you say it and put it in a piggy bank. When I suggested this, the two brothers looked at me in surprise. Ah, that's Mom's penalty savings.
My second son, Yuta, said this as if he was remembering. There was one, a long time ago. It wasn't 1,000 yen, it was 10 yen or 30 yen. My eldest son, Taka, narrowed his eyes as if he was remembering the past. Whenever we had a fight, when we skipped homework, when we embezzled money from errands, when we hid our report cards and didn't show them, my older brother, Dai, made us and Yuta put coins in a metal piggy bank that could only be opened with a ventilator. When I remember their bad deeds, they're all so funny. Well, when I think back on them, they're all so funny. That's right. So we used the money we saved up and went out to eat okonomiyaki with the whole family. My dad was fine then. Yuta said in a sad voice. Well, that was true. I said the same thing nostalgically. Yeah. I get it. I'll work for my brother. I'll change my attitude and do my best. Yuta said with determination. I have to. I nodded in satisfaction and Yuri smiled. Saving money is a good idea. I think I'll get my two sons to do it too. Brothers are really stupid, they fight over silly things, they're stubborn, they never apologize, and they never say anything. It's true that when I look at my two grandchildren, I often remember my own sons as children. But it's that stupidity that makes them so cute. When I put my hands on them and say that, you're right. Yuri said the same thing with her arms folded. The mother of two boys, separated by a long time, sympathized deeply. If you add up the fines for the two sons and you-san, you can go to Disneyland with the whole family, not just okonomiyaki, right? And I'm being dragged into this, she panicked. Oh, give me a break, big sister. You're not confident that you can live without paying the fine? Yuta seemed genuinely worried. I'm glad, Mom. Now Yuta can live without paying the fine. Really? But I'm sure she'll be pretty strict with you, right? Of course. I'm strict with work. Yuri-san. Yuta couldn't help but look at her grinning. Is your brother's wife a strict instructor type? I don't know. I felt like it was written on the face of the eldest son who answered that. I couldn't help but burst out laughing. There's no doubt that Yuri-san is a strict instructor type. I'm glad you were there. Then Yuri-san muttered softly, a little embarrassed, that we're family. Thus, after the Yuta rescue operation, the family's plan to make Yuta Takanashi began. Yuta, despite being scolded by my brother, his wife, and me, somehow manages to work diligently without being late. With my second son returning to my parents' house, I have also become more motivated to do housework and prepare meals. Since that incident, my relationship with Yuri has changed a little. Yuri's cool attitude has disappeared, and she now comes out with a gift and says, Mom, would you like to eat this? This is a new product for this season, but it's pretty good, and we start watching crime mysteries and detective dramas together while drinking tea. It's really fun watching dramas while giving each other recommended dramas and sharing our impressions. That day really was like a drama. I wonder if I should write a book about that incident and sell it to TV. Then I wonder who will play the main character, Yuri. No, I never want to do something like that again. The most important thing is that my family is safe and peaceful. That's right. That kind of thing is enough just in the drama. As we talked about such things, the two of us enjoy the detective drama together today. 出産祝いに300万くれたら、孫に合わせてやってもいいわ。年を取ると、体はいろいろガタが来る。体調不良で入院することとなった私のもとにやってきたのは、全く会うことのなかった長男嫁。戸惑う私の前で、長男嫁は驚きの発言をするのだった。
私の名前は秋穂。もうすぐ60代になろうという専業主婦だ。いつまでも若いなんてことも言えなくなってきた年齢。悲しいかな。いろいろ体にガタが来る年齢だ。とはいえ、息子2人も成人し、就職して家を出て手が離れた。すでに60代となり一線を退いた夫と2人、これからはのんびり過ごすのも悪くないと思う。ただ気になることが一つ。それは長男夫婦のことである。長男夫婦が結婚して数年、正月も盆も我が家に顔を出したことがない。長男嫁である和美さんに至っては、結婚式でしか会ったことがなかったりする。式前の顔合わせすらなかったからね。なので、未だに息子が結婚したという実感が湧かなかったりする。とは言っても、疎遠になるのも寂しいなと思い、折を見て電話はしている。義両親からの電話なんて嫌だろうからと、近況を尋ねようと息子に電話するのだが、毎度なぜか和美さんが出る。こんばんは和美さん。間に合ってまーす。ブチッと切られてしまった。その次も、息子はいるかしら。今忙しいでーす。ブチ。またも切られる。そのまた次の電話でも、元気してるかしら。あんたの電話で気分悪くなった。ブチ。はい、切られました。毎度この調子。最後のなんて悪意しか感じられない。さすがにここまで来れば私も気づく。和美さんは私たち夫婦のことが嫌いなのだろう。確かに世のお嫁さんは義実家を嫌う傾向にある。そうでなくても苦手という人は多いだろう。私だって嫁なのだ。覚えはある。だからってあの態度はないんじゃないかしら。だって私たちほとんど会話したことないのよ。嫌われる理由がわからない。肝心の息子との連絡がつながらず、私は悶々とする日々を過ごすのだった。そんなある日、和美さんから電話がかかってきた。向こうからの電話？と思わず身構えてしまう。だってあの嫁だもの。恐る恐る電話に出ると、お母さんですか？どうもどうも、嫁の和美でーす。ちょっとイラッとするテンションに思わず受話器を離したくなる。だが、最後の発言で受話器を耳に押し付けることに。私妊娠したのよ。妊娠？まあ、それはおめでとう。はいはい、どうもどうも。馬かというツッコミはぐっと飲み込む。妊娠したけどさ、あんたらには子供を会わせるつもりはないので、そのつもりで。今、なんて言った？孫に会わせるつもりはない？どうして？どうもこうも、あんたらみたいな下品な人間に会わせたら、うちの子まで下品になっちゃうじゃない。下品って、和美さん、私たちのこと何も知らないじゃない。まともに会話したことないのに。んなの一度見りゃわかるの。私の目は確かだからね。せいぜい会えない孫を思って涙することね。じゃあねー。ちょっと和美さん言うだけ言って、和美さんはブチッと電話を切ってしまった。残された私は呆然と、何だったの？と、つぶやくことしかできなかった。長男嫁からの孫に会わせない宣言から数日、息子に電話をかけてもメッセージを送っても何ら返事がない。メッセージに至っては既読にすらならない。一体あの子は何をしてるのだろう。息子は元気にしてるのだろうか。あまりにも連絡がつかなくて心配になってきた。心配なあまり頭痛がする。ちょっと痛いわね。ふらついて慌ててそばのソファーに腰掛ける。だが、症状はマシにはならなかった。それどころか、頭の痛さはどんどん増してくる。何これ、一体どうしちゃったって言うんだろう。秋穂、どうしたんだ？夫が声をかけてくるが返事できない。頭痛はどんどんひどくなり、おい、秋穂！夫の声を聞きながら
私は意識を失うのだった。次に目覚めたら、私は白い部屋の白いベッドに寝かされていた。察するにここは病院ね、と予想した直後、私が目を覚ましたのに気づいて看護師さんが近づいてきた。慌ててやってくる夫とお医者様。夫はお医者様に話を聞いてたようだ。意識が戻った私の前でお医者様が説明する。どうやら私は病気にかかってるらしい。ただ深刻な状態ではない。手術は必要だが、手術すれば回復に向かうだろうとのこと。手術は怖い。注射嫌い。だが、この年でそんなこと言ってられない。私は夫と共に、お願いしますと医師に深々と頭を下げるのだった。にしても、頭痛の原因は息子嫁ではなかったのね。絶対そうだと思ったんだけどな。などと思いながら始まった入院生活。幸いにも仕事を引退した夫は家事は一通りできる。というか、できるように私が教育したんだけどね。なので、私が不在にしても心配はない。それに、引退してるので、時間のある夫はいろいろ献身的だ。着替えは毎日洗濯して、新しいのを持ってきてくれる。退屈してるといえば、本や雑誌を用意してくれたり、はたまた病院食では足りないといえば、好物のアンパンを買ってきてくれたりする。仕事人間だった夫も変わるものね。なんて感動と感謝を抱きつつ、笑い合う。なんだかんだで夫婦二人の時間を満喫していた。そんなある日、いよいよ明日、手術となった日。突然息子嫁である和美さんが病院にやってきた。なぜか息子はいない。なぜだと首をかしげていたら、ふと目に入るその膨らんだお腹。赤ちゃん順調そうね。お見舞いに来てくれたのは嬉しいけど、あまり無理は。しないで、と言おうとしたら、和美さんは鼻で笑って、はぁ、誰が見舞いなんぞに来るかっつーのと叫んだのだ。ちょっと言いたいことがあるんで来ただけよ。あんた病院だからって携帯の電源切ってるんじゃないわよ。マナーとして切ってたんだけど。どうでもいいわよ、そんなこと。私が言いたいことは一つだけ。私は絶対介護しませんから。はい？突然何を言い出すんだろう。思わず聞き返せばビシッと指を刺されてしまった。なんか随分と体調悪いみたいだけど、私はあんたらの娘になったわけじゃないから、そこんとこしっかり頭に入れときなさい。はあ。だから、介護もしなけりゃ親戚付き合いもしませんから、そんなストレスかかること絶対に嫌なので。はあ。誰も何も言ってないのに、勝手に話を進める和美さんに、私も夫もポカンである。そもそも介護してほしいなんて一度も言ったことないし、してほしいと思ったこともない。親戚付き合いだって今までしてこなかったことに対して何か言ったこともないのに、どうしてそんな発想になるのと首をかしげてしまう。だが、私たちの反応を落ち込んでいると勘違いしたのだろう。なぜか勝ち誇ったような笑みを浮かべる和美さん。ふふんと鼻で笑う。そして、あ、でもね、と言葉を続けるのだった。でもね、条件を飲むなら孫に合わせてやってもいいわよ。条件？そりゃ、会えるなら孫には会いたい。ただし、その条件とやら、悪い予感しかしないのだけど。300万。はい？出産祝いに300万くれたら、孫に合わせてやってもいいわ。あ？何それ。しっかり悪い予感が的中した。出産祝いを送るのはやぶさかではないが、その論外な金額はどこから算出したのだろうか。世の平均額を軽く上回るではないか。それにそんなお金、一体どこから出るというのか。そんな大金無理よ。ふん、そこの旦那の退職金があるでしょうが。わし。いきなり振られて夫がぎょっとした顔をする。そこの旦那って、何としてもお父さんとは呼びたくないのね。私に対してはあんた、
夫に対してはそこの旦那。もう笑うしかない。長年勤めた会社の退職金なら、それ相応の額なんでしょ？孫に会いたきゃ、それくらいの出資してもらわないとね。いや、退職金は大事な老後の生活費であって。孫と生活とどっちが大事なのよ。孫は大事です。でも、生活あっての孫だと思うの。それにだ。300万って、息子も同じこと言ってるの？私たちは夫婦なのよ。私の意見は神。じゃない、息子の意見と思いなさい。今、神って言いかけなかった？この嫁、かなりやばいわ。とんでもない条件に私も夫も呆れてしまう。そんな私たちに和美さんは、さあどうするの？孫に会いたくないの？ 300 万で孫に会えるなら安いもんでしょ？と言い放つのだった。私と夫は顔を見合わせる。長年連れ添った伴侶の表情を読み取るなんて造作もないこと。私たちは同時にうなずき、そして和美さんを見て、結構です。とハモるのだった。はあ？ああ、そうですか、そうですか。所詮あんたらにとって孫はその程度だったわけね。ならいいわ。絶対にあんたらに孫は会わせない。一生後悔することね。目を見開いて一瞬驚く様子を見せた和美さんは、直後目を座らせて捨て台詞を吐く。そしてそのまま靴音荒く、病室を出ていくのだった。妊婦さんなんだからもう少し体をいたわった方がいいんじゃないかしら。まあそんな心配も和美さんからしたら鬱陶しいのかもしれないわね。嵐が去り、私は深々とため息をついたのだった。それから時間はあっという間に流れる。私の手術は無事に成功し、健康を取り戻した。そうなればやりたいことは山ほどある。ガーデニングにショッピングに旅行。仕事人間だった夫との時間はとても幸せな日々だ。ふとした瞬間に息子一家のことを考えるが、頼りがないのは元気な証拠と自分に言い聞かせた。そうしてあっという間に10年が過ぎた。今、我が家はかつての静けさが嘘のように賑やかになる。こら！お花を抜いちゃダメ！花がきれいに咲いた庭に息子嫁の声が響き渡る。すみませんお母さん、娘が。あらあらいいのよ。きれいだと欲しくなっちゃうものね。孫の行為に謝ってくるお嫁さん。謝らなくていいのよと話してると、孫娘が抜いた花を私に差し出してくれた。ばあば、はい。私にくれるの？まあまあ、ありがとうね。こんな可愛い孫の行動を怒れるわけありませんよ。私は愛おしさに溢れて孫娘をぎゅっと抱きしめた。あ、そろそろ買い物行かなくちゃ。お母さん、ちょっと娘のお世話頼んでもいいですか？もちろんよ。いつも悪いわね。いえいえ、5人分もの食材をお母さんにお願いするわけにはいきませんよ。自転車でちゃちゃっと行ってきます。そう言って、お嫁さんは出かけて行った。そう、今我が家は息子一家と同居している。どうしてそうなったって？もちろん、同居してるのは長男一家ではない。同居は次男夫婦としてるのだ。次男嫁の優香さんはとてもいいお嬢さんで、次男との夫婦仲は良く、良い母でもある。そして私たち夫婦とも良好な関係だ。実のご両親をすでに亡くしている彼女は、私たちを実の両親同様に大切にしてくれている。長男一家とは疎遠で寂しいが、次男一家のおかげで寂しさはかなり薄らいだ。何より孫の存在が私の心を明るくしてくれる。とはいえ、やっぱり気になる長男一家。10年会えずとも、やっぱり大事な息子に変わりない。元気にしてるだろうか。そう思って空を見上げてたら、ばあば、あっち。なーに？誰かいる。孫娘が袖を引くので、なんだろうと指さす門扉の方に目をやって、
私は驚きに目を見開いた。助けて！誰？あ、ひょっとして和美さん？一瞬誰かわからないくらいに変わってしまった和美さん。髪はボサボサで、体はふくよかになり、たるんだ頬にみすぼらしい服。10年の間に何があったと思うほど、和美さんは変わってしまっていた。どうしたのよ、和美さん。すっかり変わっちゃって。あんたのせいでこんなひどい目に遭ってんのよ。いいから助けなさい。私のせいって？ 10 年間音沙汰なしで一度も会わなかったのに、どうして私のせいでひどい目に遭うんだろう。首をかしげてると、あんたが出産祝い300万よこさなかったせいで、うちは最悪の状況になってんのよ。責任取れ！と叫んできた。家の前で騒がないでほしい。仕方ないと門扉を開けて庭に入らせる。家の中は嫌なので、孫娘を家の中にいた夫に預け、庭で話すことにした。それで、一体何があったの？あんたのせいで息子がぐれてんのよ。え？息子って息子夫婦の間に生まれた孫、圭介のことだろうか。あれから10年、されど10年。まだ小学生であろう孫がぐれてるってどういうこと？私への反抗が半端ないのよ。暴れて手がつけられないし、好き嫌いがひどくて気に入らない食べ物は床にぶちまける。部屋は散らかし放題で足の踏み場もないし、注意しようもんならまた暴れる。あんなの私の息子じゃない。あんたらの最低な遺伝子のせいでしょうが。そんな。会ったことはないけれど、それでも孫の現状を聞かされれば胸が痛む。一体どうしてそんな子に育ってるのだろうか。息子は何してるの？あいつはほとんど家に帰ってこない。帰ってきても子供の相手もろくにせずに、携帯いじって遊びほうけてんのよ。離婚するから慰謝料払え。旦那も息子もいらない。くれてやる。だから、1000万払え。そんなの無理よ。はぁ？ふざけんなよ。今まで一度だってお年玉一つ渡さなかったくせに、利子もつけての金額だ。しのごの抜かしてないで、早く払え。ちょっと、一旦落ち着いて。もうむちゃくちゃだ。つまり和美さんは育児に手を焼き、すべてはうちのせいだと言ってるわけね。まあ育児ストレスで周囲に当たり散らすのは仕方ないのかもしれないが、常軌を逸してる。それにだ。彼女は私が何も知らないと思っているようだが、そんなことはない。ひょっとして、浮気相手の奥さんから慰謝料請求でもされたの？いいから早く金を！何？私の言葉に一瞬にしておとなしくなる和美さん。ぎょっとしたように目を見開いた。全部息子から聞いて知ってるのよ。何のこと？インドのナンは美味しいわよね。そうじゃない！何の話をしてるのかって聞いてるのよ。夫から聞いてるですって？ 10 年会ってないのにどうやって聞くのよ。確かに会ってないけど、連絡は取ってるわよ。携帯は私が管理してるし、そんな様子はなかったわ。別に携帯なんて複数持つことだってできるでしょ。それにパソコンだってあるわ。そうなのだ。確かに10年間息子とは会ってないが、連絡は取り合ってるのだ。あの日、和美さんが病室を飛び出してすぐ、夫は息子の会社に電話をした。迷惑かと思ったが、そうでもしないと連絡が取れそうにないから。和美さんの行為を報告すると、息子はとても驚いていた。どうやら何も知らなかったらしく、平謝りしてきた。当時は妊娠で気持ちが落ち着かないんだろうということで生還することになったが、結局そのまま10年が経過してしまった。その間にも息子は孫の圭介の写真を送ってくれて、成長過程は見せてくれていた。いつか会いに行くからと言ってはくれたが、お嫁さんの気持ちを大事にしてほしいと思っていたら10年だ。そして、先日息子から電話があったわ。
会社の電話でね。はあ？あいつ何やってんのよ。プライベートなことしてたらクビになるじゃない。ちゃんと会社の許可取ってるって言ってたわよ。あなた、本当に息子の行動を監視しまくってたのね。自分のことは棚上げして。知らないわよ、そんなの。私は知ってるわよ。あなたのこと。息子から聞いただけだけどね。この前の電話であなたの浮気が発覚したって報告受けたの。そんな。これから話し合うって言ってたけど、話し合う前に来ちゃったのね。息子からまだ何も聞いてないんでしょ？今度の休みに話があるって言われてたけど、まさかそのこととは。和美さんの金遣いが荒く困っていたこと、随分様子が変わっておかしいなと思ったことで探偵に依頼したんですって。そしたら真っ黒。あなた、ずっと浮気してたんですってね。そんなの嘘よ。息子はきっちり証拠を掴んでるらしいわよ。それで、息子は自分の息子、圭介と話し合ったんですって。は？あいつ、いつの間に？あなたが浮気相手と会ってる時間にね。孫の話だと、あなた全然家にいないんですってね。そんなことは。幼い頃からずっと一人で留守番させられてた孫の気持ち、あなたにわかる？愛情を注いでくれない母親に懐くと思う？幼い頃ならそれでも母親にすがったでしょ。でもあなた、圭介に愛情を少しでも注いだ？自分の息子を抱きしめたことある？そんなの、あんたに関係ないでしょ？あるに決まってるでしょ。私の孫よ。園児ならわからずとも、小学生ならなんとなくわかるんでしょうね。圭介はあなたの行為を知ってる。知ってたけど、それでも黙ってたのよ。反抗的な態度を取ろうとも、やっぱり母親のことを父親にチクるなんてことできない優しい子だったの。結果、いろいろとストレスがかかったんでしょうね。だからこその反抗的な態度だったのよ。そんな。なのにあなたは自分の息子からのサインを見逃した。見ようとしなかった。反抗的な態度の中には、きっと愛してほしい、自分を見てほしい、抱きしめてほしいというサインがあったはずよ。なのに見逃した。そんなあなたは母親じゃない。私の言葉にグーの音も出ないのだろう。ギリギリと歯ぎしりをしながら私を睨みつけるも、言葉の出ない和美さん。その時だった。お母さん。男の子の声がした。まだ声変わり前の高い、けれど少年だとわかる声が。振り向けばそこには、おふくろ、久しぶり。懐かしい、けれど少し老けた息子が立っていた。その息子が手を握る男の子。それは息子が送ってくれた写真に写っていた子だった。紛れもなく長男夫婦の息子、私の孫である圭介だ。なんであんたたちがいるのよ？お前がいなくなったって、圭介が会社に電話してきたんだよ。圭介が？ああ。お前は子供を見てなかったから知らないだろうが、しっかり成長してるんだ。親に連絡だってできるくらいにな。俺が家に戻ってすぐ電話があった。お前の浮気相手の奥さんからな。慰謝料請求の話の途中でお前が逃げ出したんだって。どこまでも情けない奴。あんたに関係ないでしょ？あるに決まってるだろ。俺はお前の夫だぞ。だったらあんたが慰謝料払え。それは無理だな。荒れ狂う和美さんを尻目に冷静な息子。お前の浮気と子供である圭介を放っておいたことは絶対に許さない。そりゃ子育ては夫婦でするもんだし、俺にも落ち度はある。だが休みの日に子供の相手をしていても、お前はいつも携帯をいじってばかりだったな。友人に会うと言って家を開けることも多かった。俺の記憶に、お前が圭介の相手をしている光景はどこにもないんだ。
呆れた。携帯をいじってばかりってのは、和美さんのことだったのね。お前とは離婚する。圭介も承諾してくれた。俺からも慰謝料請求するから、きっちり払えよ。そんな、待ってよ。息子から母親を奪う気？まさかの離婚申し出に慌てふためく和美さん。最後の砦とばかりに息子である孫の圭介に目を向ける。だが圭介は、僕は、お母さんいらない。もともと家にはほとんどいなかったもん。僕にはお父さんさえいてくれたら、それでいい。ちょっと待ってよ。待ってちょうだいよ。必死に圭介にすがろうとするも、夫である息子が間に立ちふさがった。和美さんの手は孫の圭介に届かない。もう家にも帰ってくるな。お前の実家には連絡してあるし、荷物も送った。そんな。ご両親は俺にはひたすら謝ってくれたが、お前にはカンカンに怒ってた。せいぜい実家で親に説教してもらうんだな。そんな。土で汚れることを気にする余裕もなく、その場にがっくりとうなだれる和美さんであった。濁ったその目がそれでも捉えるのは孫の圭介。だが、パッと父親である息子の背に隠れてしまう孫。それを見た瞬間、今度こそ本当に和美さんは崩れ落ちた。その後、実家に戻った和美さんはかなり厳しく親に説教されたらしい。あちらのご両親の報告では、浮気相手の奥さんへの慰謝料に、離婚して元夫となる長男への慰謝料、そして孫の圭介の養育費はすべてあちらが立て替えて一括で支払うとのこと。式で一度しか会ってないが、かなり厳格な印象のあったご両親。和美さんのことは厳しく監視し、きっちり返済させていくと言っていた。離婚してからも、和美さんは何度か長男に泣きついてきたらしいのだが、もちろんすべて塩対応。最後は孫の圭介から、二度と連絡してくるなと一括されて連絡はなくなったのだとか。長男は移動願いを出して我が家の近くの支社に移動してきた。仕事が忙しい時は我が家で孫の圭介を面倒見るためだ。転校させてしまうのは心苦しかったけれど、圭介はすんなり新しい学校に馴染んだらしい。母親の愛情がなくて荒れていたけれど、実際はとても素直でいい子なのだ。ぎゅっと抱きしめてやると、照れくさそうにするも、結構嬉しそうな顔をするのがまた可愛い。次男夫婦の娘である孫娘をまるで妹のように可愛がっている。幸せそうな孫を見てると、私も幸せな気分になってくる。いろいろあったけれど、なんだかんだで孫に囲まれて、私の老後はとっても幸せだ。